と待ってください。どうしよう。ロビーの喧騒の中、そのか細い声が聞こえて、俺は足を止めた。声の主はスーツ姿の若い女性。目の前では外国人ビジネスマンらしき二人組が早口の英語で何かをまくし立てている。ここは都内でも指折りの高級ホテル。本来ならフロントやコンシェルジュが英語対応をしてくれるはずだが、今日は特に忙しいのか、なかなか手が回らないらしい。上司が来るはずだったのに、自己渋滞で遅れていて、どうしたら？そう言って、半泣きの彼女を見ると、放っておけない気持ちになった。俺はただの注射係だが、英語はそこそこできる。少しでも力になれるならと、一息ついて声をかける。もしよかったら、俺でお手伝いできますよ。すると、彼女は目を潤ませながら戸惑い気味に言う。でも、あなた。彼女が驚くのも無理はない。だって俺は、このホテルのしがない注射係だ。普通は想定外だろう。でも、その外国人二人は、ちょうど助っ人を待ちわびていたようで、すぐにタブレットをこちらへ向けてくる。画面には、英語でぎっしりと展示会の日程や搬入スケジュールが並んでいた。なるほど。プレゼン資料らしい。じゃあ、どこから説明しましょうかね。そうつぶやいたところで、外国人たちがさらに何か言いたげに手を挙げる。俺は覚悟を決めて、まずは聞き取りから始めることにした。彼女とのこの出会いが、俺の運命を大きく変えていくとは、この時はまだ知る由もなかった。俺の名前は矢吹聡太。この春から都内の高級ホテル、桜ホテルで駐車係のバイトを始めた。と言っても、車を預かるだけじゃなく、雑用を頼まれたり、客室まで荷物を運んだり、いろいろとやることは多い。この桜ホテルは、名前を出せば誰でも知っているくらい有名で、都内でも指折りのラグジュアリーな場所だ。国内外から VIP が集まり、商談やパーティー、展示会などがよく開かれる。そういうイベントの時期は、外国人の宿泊客が特に増える。ホテルのスタッフは大勢いるけれど、いざ外国人のゲストがやってくると、英語が得意な人材は意外と手が足りないらしく、俺が借り出されることもしばしばだ。実はちょっと海外に住んでいた時期があって、そのおかげで英語は人並みにできる。俺のようなバイトでも自然とちょっとした通訳をする機会が巡ってくるんだけど、基本的に駐車係の仕事は車の出し入れがメイン。忙しい時はもちろんフロントやコンシェルジュに任せるのが普通だ。しかし、その日に限ってはいつも以上に外国人が多かった。昼下がり、エントランス付近で小休止していた時のことだ。ふと見ると、スーツ姿の若い女性が明らかに困った顔をして立ち尽くしていた。彼女の前には外国人らしき男性が二人。どうやら矢継ぎ早に英語で何か質問しているようだが、彼女はあたふたするばかりでうまく答えられないでいる。ホテルのスタッフを呼び止めようにも、周りは他の客や従業員でごった返していて、誰も気づかないらしい。すみません。もう一度ゆっくり言ってください。彼女の声が、なんだか一生懸命に震えている。その外国人男性たちも急いでいるのか、言葉が早くて強い口調になりがちだ。見ているだけでも、明らかに助けが必要な状況に思えた。放っておくにはあまりに気の毒で、思わず足が向いてしまう。すみません。何かお困りですか？そっと声をかけると、彼女は驚いたように顔を上げた。ロビーから差し込む日差しに照らされて、少し汗ばんだ額と、心配そうな瞳が俺の視界に入る。このお二人が IT 関連の展示会について細かく質問してきているんです。でも、私は英語があまり得意じゃなくて、説明が全然できなくて。スーツ姿の彼女は、胸にいくつかの資料を抱え込んだまま、視線を宙に泳がせている。目の前の外国人たちは、タブレットや書類を広げつつ、早口であれこれと質問を浴びせているようだ。もともと、うちの上司が通訳を兼ねて来てくださる予定だったんですけど、自己渋滞に巻き込まれたらしくて、私は海外事業部に配属されたばかりだから、こういう場面に全然慣れてなくて。彼女はそう言って、半分泣きそうな顔でうつむく。なるほど。確かに、
外国人たちをずっと待たせておくのは得策じゃないだろう。相手はイライラが募っている様子だし、このままでは契約や商談がこじれそうだ。俺は、ただの注射係なんですけど、海外経験が少しあって、英語はある程度わかります。よかったら通訳を手伝いましょうか。そう申し出ると、彼女はパッと表情を明るくしてこちらを見た。いいんですか？本当に助かります。心底ほっとしたらしく、彼女は深々と頭を下げる。外国人たちも、俺が近づいていくのを見て、ようやく何か話せる奴が来たか、と言わんばかりに、タブレットを手に構え直した。はい、じゃあ。俺は彼女が差し出す資料をざっと目で追いながら、IT 関連の展示会がどうのこうのという内容を頭の中で整理する。専門的なことはわからなくても、向こうが求めているのは事務的な手続きや搬入スケジュール、契約の進め方など基本的な話らしい。じゃあちょっと失礼します。彼女から資料を受け取り、外国人たちに軽く会釈して声をかける。先方は早速、展示会の実施日程とブース設営の許可がいつ降りるのかを矢継ぎ早に尋ねてくる。俺は資料のページをめくりつつ、なるべく簡潔に答えを組み立てた。彼らはうなずきながらタブレットにメモしていく。早口だが、大まかな要望は見えてきた。俺は無意識に彼女が持っていた資料の一部を指し示しながら補足説明を加える。ややこしい部分だけ英語に変換して相手へ伝えるたび、彼女はほーっと目を丸くしている。すごいですね。英語ペラペラじゃないですか。横から小声でそう囁かれ、俺は軽く肩をすくめてみせる。バイトのくせになんでこんなに喋れるんだとでも思われてるんだろうな。とはいえ、相手がイライラして待っている中で、こうして雑談を交えるのはややリスキーだ。まずは先方の機嫌を損ねないように丁寧に答えつつ、要点をまとめて質問を返す。俺が海外生活でそれなりに身につけた場のつなぎを駆使し、時には軽い冗談を交えながら空気を和らげていく。すると、先方の表情も徐々に柔らかくなり、やがては笑みさえこぼれるようになった。するとその時、背後から颯爽と足音が近づいてきた。遅れてすみません。そう声をかけてきたのは、先ほどから話題に上がっていた上司らしい。どことなく威圧感のある佇まいで、視線の動かし方にも余裕が感じられる。彼女の方をちらりと見ると、彼女は目を輝かせている。よくよく見れば、彼女の胸元には白石とプレートが付けられていた。そうか、白石さんというのか。白石さんは彼の顔を見た瞬間にほっとした様子で口を開いた。烏丸さん、お疲れ様です。渋滞大変でしたね。白石さんが安堵したように息をつきながら、しっかり頭を下げる。スーツ姿で現れた烏丸は軽く手を挙げて、遅れてすまない。先方の皆様にもご迷惑をおかけした。と挨拶した後、すぐにバイヤーたちへ向き直って、もう一度丁寧なお詫びを述べる。申し訳ありません。自己渋滞に巻き込まれてしまいまして。バイヤーたちはすでに気を取り直して談笑していたが、烏丸は彼らの表情を一通り確認すると、ちらりとこちらに視線をやる。ところで君は？少し怪訝そうに眉を上げた烏丸へ、白石さんが慌てて説明する。はい。このホテルの従業員の方で、通訳を手伝ってくれて、おかげで先方もイライラせずに待ってくださってたんです。なるほど。感謝してるよ。助かった。さすが桜ホテルだな。従業員まで英語ができるなんて素晴らしい。丁寧なようでいて、その物言いはどこか他人行儀だった。もう私が来たからには大丈夫だ。こちらの商談はこれから本格的に進める予定だし、私が責任を持って引き継ごう。君は業務に戻ってくれていい。わかりました。お役に立てたようで何よりです。爽快しながら、俺は白石さんと目を合わせる。彼女は申し訳なさそうにうつむいて、本当にありがとうございました。とつぶやいた。それでは、失礼します。俺はバイヤーたちに黙礼をしてから、一足先にロビーを後にする。背後では改めて、ここからのご説明を、と、烏丸の落ち着いた声が響いていた。白石さんが、よろしくお願いします。と答える声と混じり合って、どこか張り詰めた空気が伝わってくる。やれやれ。注射係にはちょっと荷が重い仕事だったな。
苦笑を浮かべながら、通訳の代役という慣れない役回りを終えた俺はいつものようにホテルの奥へ足を進める。さっきまで張り詰めていた緊張感がじわじわと溶けていく一方で、どっと疲れが押し寄せてきて、思わず肩を回したくなった。そんな時だった。背後から軽い足音が聞こえ、続けて聞き慣れた声がかけられた。やあ、そうた。今の可愛い子に声かけてたね。もしかしてナンパ？聞き覚えのある声。そのひょうひょうとした口調。振り返ると、スーツ姿でどこか余裕を漂わせた男がニヤニヤしながら立っていた。古くからの友人、野々宮卓だ。幼い頃からの付き合いで、いわゆるお坊ちゃんの典型だ。都内でも屈指の資産家である野々宮家の一員で、しかもこのホテルのオーナー一族でもある。俺がここで駐車係のバイトをしているのも、実は彼の口利きが大きかった。もともと俺が悩んでいる時に、うちのホテルでしばらく働いてみたらと、あっさり言ってのけたのが卓なのだ。ホテル業界には縁もゆかりもない俺だったけれど、生活費を稼ぐためには背に腹は変えられない。そのまま、彼の紹介で、あれよあれよという間に採用が決まり、こうして駐車係として働いているというわけだ。今日はホテルで打ち合わせがあると言っていたが、卓に先ほどの場面をバッチリと見られていたようだ。ナンパなんてするわけないだろう。困ってたから助けただけだ。ま、何にせよご苦労さん。助けられた彼女も感謝してるだろうし、ホテルの評判も上がるかもしれないな。卓がわざとらしく肩をすくめた。なあ、今日のバイト代、特別手当つけてくれないか？さすがにここまで通訳させられるとは思わなかったんだぞ。俺が少し半分冗談交じりで言ってやると、卓は、はいはい。じゃあ今日の夕飯はおごってやるよ。好きな店でも行こう。と、あっさり返事をする。こういう時、卓は話が早い。やった。じゃあ俺焼肉でも。と喜びかけたところで、後ろからパタパタと足音が聞こえた。振り向くと、白石さんがファイルを抱えたまま走り寄ってくる。息を切らしながら、先ほどは本当にありがとうございました。と、深々とお辞儀をした。先方がすごく上機嫌になってくれて、契約がうまくいきそうなんです。あなたが話をつないでくださったおかげです。お礼をさせてください。白石さんの瞳は、安堵と感激の入り混じった色を帯びていた。先ほどまでの余裕のなさはどこへやら、まっすぐこちらを見つめてくる。いえいえ、俺はただ立ち話をしてただけですよ。そこまでお礼をしてもらうほどのことでも、そう言いながらも、慣れない状況に少し照れくささがこみ上げる。白石さんは困ったような笑顔で、いや、でもどうしてもと頭を下げる。すると、隣から卓がすかさず余計なことを言い出した。よかったら、この後彼と食事に行ったら？ちょうどこの男には特別手当を出すことになってるし、もっと親睦を深めればいいんじゃないか？いや。俺が口ごもる間に、白石さんははっと目を見開いてこちらを見た。どうやら本気で驚いたらしい。いいんですか？私、ぜひお礼がしたいんですけど、お忙しいのでは？いや、まあ、そんなに忙しくはないですけど。卓は横でニヤニヤ笑いながら、はい、決定と楽しそうに手を叩いている。白石さんもどこかほっとしたように顔をほころばせた。じゃあ、後ほどお時間いただけますか？本当に今日は助けていただいたので、このままじゃ私も気が済まなくて、それに、英語のこともお伺いさせていただきたくて。わかりました。じゃあ、一息ついたら連絡ください。俺はまだもう少しバイトが残ってるんで。そう答えると、白石さんは嬉しそうに、はい、と答えて、深くお辞儀をしてから去っていった。遠ざかっていく背中を眺めつつ、卓は俺の脇腹を肘でつついてくる。よかったじゃないか。せっかくの美人との食事楽しんでこいよ。からかうなよ。別にそういうんじゃないって。その言葉に説得力はないと分かっていても、俺は一応そう言い返すしかなかった。さっきまでの疲れがどこか遠のいていくのを感じながら、また一台、新たに到着した車のキーを受け取る。今日のバイト、なかなか波乱万丈だが、まあ、たまにはこんな日があっても悪くないか。そんなことを考えながら、俺は地下の駐車場へと降りるエレベーターに乗り込んだ。結局その夜、
白石さんと二人で食事に行くことになった。俺たちが案内されたのは、薄暗い照明に包まれたカウンター席。大人びた雰囲気のレストランバーで、昼間の慌ただしさとは対照的な空気が流れている。とりあえず飲み物を注文し、乾杯を交わす頃には、俺もやや気恥ずかしさが薄れてきていた。本当にありがとうございました。あのままだったら、先方も怒って帰っちゃうんじゃないかと思って、上司の烏丸さんが来るまでの時間をつないでくださって、心強かったです。彼女はそう言いながらグラスを置き、少しだけ背筋を伸ばして笑う。その笑顔は、昼間の緊張から解放されたせいか、どこか柔らかいものに見えた。いや、俺もたまたま英語が少しできるだけで、本当は駐車係としてのバイト中なんですよ。こういう場面に呼ばれるとは思ってなかったけど、まあ困ってる人がいたら放っておけないし。放っておけない。優しいんですね。彼女がそうこぼすと、俺は微妙に照れくさくなってグラスを傾ける。いつの間にか運ばれてきた前菜の小皿をつつきながら、自然に白石さんが携わっている仕事の話に移っていった。実は、私、自分から海外事業部への異動希望を出したんです。英語が苦手なことは自覚してたけど、どうしても自分を変えたくて。ふわりとしていた笑顔は影を潜め、声のトーンもぐっと落ち着いたものに変わる。夕食の暖かな照明に照らされた横顔は、どこか思い詰めたようにも見えた。小学4年生の時に、父の仕事の都合で半年だけ欧州に住んだことがあるんです。初めて飛行機に乗ったのも、その時でした。まだ小さかったから、海外ってすごいとか、アニメで聞いたことのある国だくらいの感覚で興奮してたんですけど、いざ現地の学校に通うとなると、全然言葉が通じなくて。彼女はグラスの水を一口含み、思い出をそっと手繰り寄せるように言葉を継いだ。最初の頃は、クラスメイトも面白がって私の言葉を真似したり、簡単な挨拶を教えてくれたりして、割とうまくいってたんですよ。ただ、ある日私が授業で何か失敗をしてしまって、先生からの指示がわからなくて、みんなの前でぼーっと突っ立ってたんです。そうしたらクラスメイトの一人が、私の英語を大げさに真似して笑ったんです。クスクスって、何人もが笑ってる光景が、今でも忘れられません。その日を境に、クラスメイトたちは彼女を日本語しか話せない変な子と茶化すようになり、時にはひどい言葉をかけられたらしい。わけもわからないまま泣いてしまい、さらにそれを見た周囲が笑って、という悪循環に陥った。その度に、どうして言葉が通じないんだろう。どうして私は笑われなきゃいけないんだろうと、小さな白石さんは深く傷ついたという。たかが半年で、帰国する頃にはほとんど仲のいい子もできずに終わっちゃって、帰国後も英語や海外の話題になると、どうしても当時の嫌な記憶が蘇ってくるんです。だから、中学や高校の英語の授業でも、みんなの前で発声したりすると、急に声が震えたりして。肩をすくめるように小さく笑うが、その笑いには苦味が混じっている。俺は胸が痛くなるのを感じながら、口を挟まずに耳を傾ける。こういう話をするのは、きっと勇気がいるはずだ。だからこそ、大人になった今、英語は苦手っていうだけじゃなく、克服しないといけないと思ったんです。あの頃の自分を乗り越えるじゃないですけど、英語コンプレックスから抜け出して、英語ができる自分になれたら、私も変われるんじゃないかなって。そこには彼女の本音が凝縮されているようだった。海外事業部への配属を希望したのも、幼い頃のトラウマを払拭したい。という思いが強いからなのだろう。俺が昼間に見た取引先への懸命な対応や、烏丸を尊敬する気持ちも、すべては強い自分になりたいから来るのかもしれない。なるほど。そりゃ大変だったでしょうね。子供の頃のそういう体験って何倍もショックが大きいって言うし。はい。まあ、もう昔のことではあるんですけど、やっぱり心のどこかで英語が怖いって刷り込まれてるんですよね。だから勇気を出して海外事業部に飛び込んできたのに、いざ配属されたら当然のように不安ばっかりで、自分なりに英語と向き合ってはきたんですけど、いざ実際に話すとなると、あれ、こんなはずじゃなかったのにって焦るばかりで。そう言いながら
彼女は手の中のグラスを一度揺らして、かすかな音を立てた。そこには、自分が抱える葛藤をどうにもできないもどかしさが漂っている。でも、そんな私と向き合ってくれたのが、烏丸さんなんです。彼は中途採用で入ってきた人なんですけど、前職では外資系企業の海外営業部門でかなりの成果を上げていたらしくて、即戦力としてうちの会社でも期待されていたみたいです。だから、社歴こそ浅いのに、誰もが烏丸さんなら安心だって、口を揃えて言うほどの信頼を得ていて、私が海外事業部に配属されたばかりの頃も、あれこれ、手取り足取り指導してくれました。一瞬だけ浮かんだのは、少し憧れを帯びた視線だ。白石さんにとって、烏丸は尊敬する上司であり、いわば理想のビジネスパーソンなのだろう。彼女の声には、どこか熱がこもっている。だから、今回のプロジェクトも絶対に成功させたいんです。そこで初めて、自分の英語コンプレックスにも、ちゃんと向き合えたって思える気がして。ふと、白石さんが俺の方を見据える。視線が合った瞬間、彼女は小さく深呼吸をしてから、まっすぐな口調で言葉を継いだ。それでもし迷惑じゃなければなんですけど、矢吹さん、すごく英語が自然だし、雑談で場を盛り上げるのも上手だし、少しでもいいので英語のレッスンをお願いできませんか？やっぱり、一人で勉強するのと、生の会話を重ねるのとじゃ全然違うって思ったんです。私、テキストで覚えたフレーズだけだと、すぐ固まっちゃうし。最後の方は、自信なさげに声が震えていたが、それでも彼女は意を消したようにテーブルへと身を乗り出す。俺は一瞬戸惑いつつも、困ったように笑ってしまう。いや、俺はただ、駐車係のバイトをしてるだけですよ。そんなレッスンだなんて。いえ、今日みたいに場を持たせるコツというか、ちょっとした会話や小ネタを使うテクニックが本当にすごいと思ったんです。私それが一番苦手で、プロジェクトが進むにつれて、会食や雑談のシーンが増えるはずだから、少しでも慣れておきたいんです。言いながら、白石さんはテーブルの下で握った手を、ぎゅっと引き寄せるようにしているのが見えた。そこには一生懸命さと同時に、どこか焦りも感じられる。俺は少し視線を外してグラスに触れ、なるほどな、と小さくつぶやいた。まあ、俺で役に立てるなら、いくらでも、プロの先生とは違うけど、海外生活で培ったなんちゃってコミュ力くらいなら教えられそうですし、そう答えると、白石さんはパッと顔を上げて嬉しそうにうなずいた。目尻がわずかに緩んで、その瞳の奥が少し潤んだようにも見える。きっと、自分の弱みや不安を口にするのは怖かったんだろう。それでも、なんとか踏み出そうとしているのが伝わってくる。ありがとうございます。やった。これで少し希望が見えた気がします。誰かに英語を教えるなんて想像していなかったけれど、こうして頼られるのは決して悪い気はしなかった。じゃあ、時間のある時にでも短いレッスンから始めましょうか。お互い仕事もあるし、無理のない範囲でね。そう提案すると、白石さんは少し気恥ずかしそうに笑いながら、はい、ぜひお願いします。と即答してくれた。それから数日後、俺はバイト終わりの夕方に、白石さんとホテルのロビーで待ち合わせをすることになった。いつもは仕事の書類を抱えて、焦り気味に走り回っている彼女も、今夜は肩掛けバッグ一つという軽装。どこか新鮮な印象だ。目的は英語のレッスンといっても、カフェで座学というよりは、移動しながら生きた英語を使う方がいいだろうと提案したのは俺だ。じゃあ、ここから歩いて十数分くらいのところに、外人が多いカフェがあるんです。行ってみましょうか。道すがらずっと英語で話しましょう。軽く首をかしげると、白石さんは緊張した表情を浮かべつつも、うなずいてくれた。そうして、ホテルを出た途端、俺は早速英語モードに切り替えて声をかける。こんばんは。今日の仕事はどうだった？戸惑いながらも、白石さんは途中で、つまりになりつつ、英語で答えを返す。会議が長くて大変だった。でも、矢吹さんの言った雑談のコツを少しだけ使ってみたら、意外と盛り上がりました。多分うまくいったと思います。慣れない英語を話す彼女の声は、どこかぎこちないが、確かな手応えがあるのか、その言葉には少し弾んだ調子が含まれている。いいですね。じゃあ今度は具体的に、どんな雑談をしたのか教えてもらっていいですか？
俺は微笑みながら、なるべくゆっくりと話す。白石さんも、最初は単語を噛み砕くようにして口にするが、だんだんと続けているうちに慣れてきたのか、表情が明るくなっていく。ホテルから駅前を通り、夜風に吹かれながら並んで歩くうちに、まるで外国の街に来たみたいな錯覚さえしてくる。これ、思ったより楽しいかもしれません。最初は、道で英語喋るなんて恥ずかしいって思ったんですけど、意外と、周りの人って気にしてないんですね。そう嬉しそうに言うとき、彼女は時々、はにかむような笑顔を見せる。会社で見た真剣な顔とはまた違って、ふわりと、柔らかな雰囲気を帯びていて、俺はいつの間にか、彼女の横顔に目を奪われてしまった。それから数週間。俺と白石さんのレッスンは、ほぼ週に一度くらいのペースで続いていった。ホテル近辺のカフェで待ち合わせをしては、軽く食事をしながら会話の練習をする。あるいは、夜の街をブラブラ歩いて、そのまま英語モードで雑談してみる。一見すると地味な取り組みだけれど、彼女はぐんぐん伸びていった。最初は、がやたら多かったのが、次第に単語がスラスラ出てくるようになり、表情も生き生きしてくる。もともと、英語には真摯に取り組んでいた彼女だ。きっかけさえつかめれば、こちらが何もフォローしなくても、ちゃんと話を続けられるようになっていた。そんなある日、いつも通り夕方に待ち合わせの場所へ向かうと、白石さんがすでにベンチに腰掛けていた。だが、様子がおかしい。遠目にもわかるほど肩を震わせてうつむいている。俺は思わず駆け寄った。白石さん、どうしたんですか？体調悪い。慌てて声をかけると、彼女は顔を上げる。目尻が真っ赤で、涙が頬を伝っていた。ちょっと、大丈夫ですか？俺が戸惑いながら問いかけると、白石さんは何度か鼻をすすり、すみません。と、かすれた声で謝った。涙を拭おうとするものの、まだ少し目元が潤んでいる。ごめんなさい。変なところ見せちゃって。でも嬉しくて。ああ、嬉しい。まるで状況がつかめず、俺は首をかしげる。白石さんは何度か小さく息を吸って落ち着こうとしながら、ようやく言葉を紡ぎ出した。さっき、道を聞かれた外国人の方がいて、それで普通に話せたんです。ちゃんと、こう行けば駅に着きますよって説明して、相手も笑顔でありがとうって言ってくれて、それが嬉しくて、気づいたら泣いちゃって。彼女は照れながらもまぶたをこすり、ため息混じりに笑う。どうやら、トラウマやコンプレックスを抱えていた彼女にとって、突然の外国人対応にしっかり応えられた、というのは大きな自信になったようだ。ああ、よかったですね。それはすごい。俺もなんだかほっとしました。こんなに頑張ってきた成果がちゃんと出たんじゃないですか。そう言いながら、俺は自分の胸にも何か熱いものが込み上げてくるのを感じた。大げさかもしれないけれど、彼女が一歩進めたことが本当に嬉しい。でも、白石さんもようやく気づいたのか、周囲を見回してハッとしている。すみません。そうですよね。周りの人から見たら、私が泣かされてる図になってますよね。もう。バタバタと慌てる白石さんを見て、俺は思わず、大丈夫ですから、と肩をすくめる。とりあえず場所を変えましょうか。あそこのカフェとか、空いてそうだし。はい。すみません。私全然気づかなくて。そうして並んで歩き始めると、さっきまでの涙が嘘みたいに晴れやかな彼女の横顔が見えて、俺は胸がじんと熱くなるのを感じた。人がコンプレックスを克服していく瞬間、それに立ち会えるのはこんなにも温かい気持ちになるんだ。泣かせてるわけじゃないから、と言いたそうに、視線を送ってくる通行人から逃れるように。カフェへと向かう道すがら、俺は心の底からよかったと何度も繰り返していた。白石さんが嬉しそうに笑うたびに、なんだか自分が報われていくような気がした。あれから数日が経ったある夕方、俺は仕事終わりにロビーでスグルと顔を合わせた。ちょうどバイトを上がるところだったのだが、彼はいつもの余裕めいた笑みを浮かべながら近づいてくる。いやあ、そうだ。最近白石さんってことはどうなんだ？いい感じに進んでるんじゃないのか？いきなりストレートなからかいに、俺は少しうんざりしながら肩をすくめる。別にそういうんじゃないって何度も言ってるだろ。単に英語を手伝ってるだけだよ。すぐるは、へーと鼻で笑うと、急に真剣な目つきになった。実は、
一つ気になることがあるんだよ。白石さんのところに、烏丸って男がいるだろ。烏丸。白石さんが慕っているあの上司か。俺は彼と初めて会った時のことを思い出した。その烏丸、あまり良くない噂を聞くんだよ。海外企業との交渉は得意らしいけど、どうも、うまい話ばかり持ちかけるっていう評判があってさ。具体的には、他社とのプロジェクトでトラブルを引き起こしたって話もちらほら。彼女大丈夫か？そう言いながら、スグルは目を細めて俺の反応を伺う。海外企業との交渉が得意だなんて聞こえはいいが、その内情が不明瞭なままだと不安は拭えない。俺も思わず眉を潜めた。白石さん、烏丸のことを相当尊敬してるみたいだけど、スグルがわざわざ忠告してくるということは、簡単な噂話レベルを超えている可能性がある。何かしらの火種を抱えているのだろう。わかった。ありがとう。注意してみるよ。俺も彼女が危険な目に遭うのは見たくないからな。スグルはそれを聞いて満足げにうなずくと、少しだけ声のトーンを落として言葉を足した。あまり大げさに騒ぐつもりはないけどな。でも、烏丸の評判は正直芳しくない。気をつけろ。特に、白石さんがヤバい案件に巻き込まれたりしないよう、見守ってやれよ。俺の方でも調べてみるけどさ。スグルに言われたからではないけれど、彼女が烏丸をどれほど信頼しているかを知っているだけに、ただの噂だからと軽視するわけにもいかない。俺は胸の内で静かに決意を固めつつ、スグルに了解とだけ答えて、その夜を終えた。さほど深い事情を知っているわけでもなさそうなスグルだが、あえて俺に忠告してくれるのは珍しい。俺も何かしら引っかかるものを感じつつ、しかし、白石さんはあれほど、烏丸を信頼している。うかつに言いにくいが、いずれにせよ、このまま黙っているわけにもいかないだろう。その夜、いつも通り白石さんと待ち合わせをしていると、ホテルのロビーで彼女が手を振りながら駆け寄ってきた。ここのところ、以前よりずっと表情が柔らかくなったように思う。こんばんは。今日も英語レッスンよろしくお願いします。なんだか元気そうだね。いいことでもあった？俺が尋ねると、彼女は人差し指を立てて、ウインクをするように顔を横に振った。実は、もうすぐ正式に契約が結べそうなんです。先方からほぼ問題なしという連絡があって、このままうまくいけば、社内でも海外事業部として初の大口案件って評価されるかも。今日、烏丸さんからも、最近の白石はよくやってるなって褒められたんですよ。そこにはいつもの緊張というより、弾むような期待感と自信が滲んでいた。きっと、海外のバイヤーと細かいやりとりを重ねる中で、彼女自身が手応えをつかんだのだろう。そっか、それはよかったね。おめでとう。契約がちゃんと成立したら、白石さんの株も上がりまくりじゃないか。言いながらも、俺は少しだけ胸の内がざわつく。スグルから忠告された烏丸の良くない噂が頭をかすめて、どうにも落ち着かない。それでも白石さんは、まっすぐな瞳で微笑んだ。はい、もちろん、まだ油断はできないですけど、最近は交渉でも英語で雑談を振るのに慣れてきて、相手の反応を見ながらフォローできるようになりました。矢吹さんのレッスンのおかげです。照れ笑いする彼女を見ていると、俺まで思わず頬が緩んでしまう。だが、言わなければならないことがある気がして、なんとなく切り出すように口を開いた。契約の話だけど、何か変わったことってない？烏丸さんの周りとか、契約の条件とか、特に妙な点はない。彼女は、不意をつかれたようにきょとんと目を瞬く。いや別に、特に変わったことなんてないですよ。烏丸さんは常に完璧で、先方との交渉も円滑ですし。そのまま、話を広げづらい空気を感じつつ、俺は少し視線をそらしながら続ける。実は、あんまり根拠があるわけじゃないんだけど、烏丸さんに良くない噂があるって話を聞いたんだ。もしかしたら何か裏があるかもしれないって。俺も確信はないけど、その途端、白石さんの表情が曇った。さっきまでの嬉しそうな空気が一変し、険しさすら混じっているのがわかる。どうしてそんなことを？誰がそんな噂を？烏丸さんは、私が海外事業部に来たばかりの頃から面倒を見てくれて、仕事を任せてくれた人なんです。すごく尊敬してるんです。言葉に熱を帯びている彼女を前に、俺は少したじろいだ。けれど、黙って見過ごすのもどうかと思い、
やはり続きを口にする。いや、だからこそ気をつけてほしいっていうか、白石さん、そもそも英語が苦手って言ってたよね。しかも新人なのに、どうしてこんな大事な案件で白羽の矢が立ったんだろう。不思議じゃない？え？目を伏せた彼女がゆっくりと顔を上げる。その視線には戸惑いだけでなく、ほんのり怒りも混じっていた。私が英語を苦手としてるのは事実ですけど、それでも上司の目に留まるくらい一生懸命やってるんです。英語だって矢吹さんに教えてもらって少しずつ克服してきました。そんなのどんなに優秀な人だって最初は苦手があるじゃないですか。いや、そうなんだけど、ただ重要なプロジェクトだし、英語が苦手な白石さんに任せるって不自然っちゃ不自然だろ。それって私なんか場違いだってこと？彼女の声が震え、苦笑とも泣き出す寸前ともつかない表情が浮かんでいる。まさかこんなに感情を揺さぶってしまうとは思わなかった。言葉を選んだつもりだったが、俺の言い方がストレートすぎたのかもしれない。あ、いや、そういうんじゃなくて。だったら矢吹さんだって何者なんですか？不意にトーンを落とした彼女がきっとこちらを見据える。え？私前に矢吹さんと待ち合わせしてた時に連絡がつかなかったことがあって、ちょっとだけホテルの人に聞いてみたんです。駐車係のバイトの方で矢吹さんって人はいますかって。そしたら、そんな名前は従業員リストにいないって言われて。その言葉に俺は胸がぎゅっと締まるのを感じた。すぐるの口利きで裏口のような形で働いている身。正式なリストには俺の名は載っていない。彼女がそれを知ってしまったということは、俺が隠してきた事情にも疑念を抱かれているに違いない。だけど、矢吹さんは親切だし、英語もできるし、きっと何か事情があるんだろうって、ずっと気にしないでいました。でも、こんな風に烏丸さんのことを悪く言われたら、白石さんの声が震え始める。今にも泣き出しそうだが、それを一生懸命にこらえるように目を伏せる。ごめん、俺はただ。もういいです。私は確かに英語が苦手かもしれないけど、烏丸さんがチャンスを与えてくれたからこそ、ここまで頑張ってきたんです。矢吹さんにはいろいろ助けてもらって感謝してるけど、そんな風に烏丸さんを悪く言うなんて。彼女はきっぱりとそう言い切ると、資料を抱えてくるりと背を向けた。伸ばしかけた俺の手は宙を泳いだまま。白石さん、待って。もういいです。静かにそうつぶやき、彼女は足早に去っていく。ロビーの照明の下、彼女の後ろ姿が揺れる。呼び止めるべきか迷ったが、そのまま言葉にならない声だけが喉元に引っかかる。周囲の客たちが怪訝そうにこちらを一別するが、そんなことを気にする余裕もなかった。こんな終わり方、最悪だ。胸の奥に重苦しい痛みが広がる。あれほど頑張っていた彼女を否定するつもりなどなかったのに、結果的には彼女を追い詰めてしまった。リストに載っていない件だって弁解の余地があるとはいえ、自分でもきちんと説明できない事情ばかりが積み重なっている。静まり返ったロビーを見渡しても、もう白石さんの姿はない。居場所をなくしたかのような息苦しさと、彼女が浮かべた悲しそうな顔が脳裏を離れない。どうにかしたいが、どうしたらいいのかわからない。そんな無力感にとらわれたまま、俺はがらんとした心を抱えて、黙々と仕事場へ戻らざるを得なかった。あれから数日後の昼下がり。ホテル全体が妙に慌ただしい。噂によれば、海外バイヤーを招いての特別な契約パーティーが開かれるらしく、レストランの大広間を貸し切って大人数の会食が行われるのだという。烏丸が主導して、白石さんの会社と海外の取引先を一堂に集め、そこで契約を正式に締結する。派手な演出で成功を印象づけようとしているらしい。俺もいつも通り駐車場で車の誘導をしていたが、そのイベントの関係者が次々と車で到着し、嫌でも状況を察することになった。海外のバイヤーたちは高級車から降りると、スタッフに迎えられて、レストランの方へ移動していく。やがて、最後に姿を見せたのは、やたら高級なリムジンから降り立つ烏丸と、白石さんだ。白石さんは、華やかなスーツに身を包み、かっちりとまとめた髪型で、普段とはまるで違う厳粛な表情をしている。ロビーに入ったところで、俺は思わず、彼女の姿を見つめてしまった。けれど、彼女がこちらに視線を送ることはなかった。
意を決して歩み寄ると、白石さんもこちらに気づいた。でも彼女は、まるで俺がいないかのように視線をそらしてしまう。白石さん、ちょっと話が。まるで聞こえないふりをするかのように、白石さんはうつむいて書類を整理し始める。さらに声をかけようかと迷っていると、突然視線の先に烏丸が戻ってきた。君は何を考えているんだ？スーツの袖をさりげなく正しながら、烏丸はまるで邪魔者を見るかのように俺を睨む。俺は。やめてください、矢吹さん。先に口を開いたのは白石さんの方だった。烏丸の前に立ちはだかるようにして、もう私たちには関係ないことです。とでも言うように、俺を遮る。相変わらず、一言も会話してくれないまま、こちらを拒絶する態度が痛いほど伝わってきて、胸が締め付けられる。どうやら君は、彼女に色々と口出しをしていたようだが、何か勘違いしているなら、今すぐ改めた方がいい。この商談を台無しにされたら困るからな。烏丸は、白石さんの肩越しに俺をまっすぐ見据える。まるで、余計なことはするなと威圧しているようだ。お前は指を加えて見ていればいい。プロの商談ってものがどういうものか、よく勉強するといいよ。嘲笑に近い笑みを浮かべながら、烏丸は腰に手を当てる。ゆったりとした動作が、その余裕と傲慢さを一層際立たせた。そして、そのまま、彼らはレストランの大広間の方向へと去っていった。洗練された装いの外人バイヤーたちが、ラウンジの奥にある扉から、続々と入っているのが見える。まるで、俺だけが、豪華なステージの外に締め出されたような気分になった。くそ。思わず拳を握るが、今の俺にはどうしようもない。烏丸が取り仕切る、この派手な商談の場に、駐車係の身分で飛び込めるはずがない。裏口から様子を伺っていると、きらびやかなシャンデリアに照らされた大広間が見えた。中央には大きなテーブルがしつらえてあり、その周囲を取り囲むようにバイヤーたちが座っている。白石さんもそこにいるはずだ。と、その時、ポケットのスマホが震えた。画面を見ると、すぐるからだ。もしもし。ああ、そうたか。大変だ。あの烏丸、やっぱり怪しい取引を重ねていたみたいでな。海外の投資家やバイヤーを巻き込んだ、かなり悪質な不正をしていた証拠を、俺がなんとか手に入れた。思わず息を飲む。通話相手の声は、一刻を争う事態だということを、ありありと伝えていた。それ、本当に確かな証拠か？間違いない。今から証拠を持って向かうから、少し時間を稼いでくれないか。このままじゃ、白石さんが本当に危ない。スマホ越しに聞こえる野々宮卓の声は低く、緊張感に満ちていた。俺は周囲を見回しながら、なるべく小声で返す。わかった。なんとかやってみる。けど、烏丸の部下みたいな奴らがそこら中にいて、会場へ近づけないんだ。できるだけ食い止めてみるよ。そう言ってスマホを切ると、胸の中で激しい鼓動を感じる。もし今すぐ行動しなかったら、白石さんの会社が契約を結んでしまう。その契約が、烏丸の不正行為の一端だったとしたら、取り返しのつかないことになる。くそ、どうすれば。顔を上げたその時、会場の扉の先に大きなグランドピアノがちらりと見えた。豪華なレストランの大広間で行われるパーティーだというから、演奏家を呼んでオープニングや BGM を予定していたとしても不思議はない。そういえば先ほど、ホテルの駐車場でピアニストらしき人物が車から降りるのを見かけた。これしかない。俺は意を決して急いで脇の廊下へ飛び込む。そこで目にしたのは出演者控え室を示すプレート。おそらく今日のイベントのピアニストが待機している場所だろう。烏丸の部下がうろつく表のルートを回避するには、ここから楽屋口へ回り込むしかない。室内に足を踏み入れると、ちょうどピアニストらしき男性がスタッフと雑談を交わしているところだった。俺は心臓がドキドキ鳴るのを感じながら、できるだけ自然な態度を装い、その男性に近づいた。すみません、ちょっとお話が。今日の演奏のスケジュールに変更があって、お伺いしたいんですが、いかにもスタッフのように振る舞い、相手を部屋の外へ誘導する。すぐに不審がられるかと思いきや、相手は、そうなんですか？と、戸惑いながら廊下へ出てきてくれた。タイミングよく、他のスタッフが通りがかって、挨拶をしてくれたおかげで、俺の嘘もなんとかほころばずに済んだ。ここではなんですから、詳しくは控室の前でお話伺ってもいいですか？男性を引き止めると同時に、俺は室内のドアを閉める。
一瞬だけ視線をやると、そこにはピアニストが脱ぎ捨てた上着とスコアが置かれたまま。彼が本番直前に戻ってくるなら、それまでの数分が勝負だ。すぐ戻りますね。そう言い残して廊下を小走りに進み、気づかれないようにステージ袖の方へと回り込む。大広間のステージのカーテンの隙間から中を覗くと、ちょうど長テーブルに白石さん、烏丸、そして外国人バイヤーたちが集まっているのが見えた。どうやら本格的に契約書へ署名をしようとしているらしい。まずい。契約を結ばれたら手遅れだ。白石さんが渡されたペンを手にして書類に視線を落としているのが見える。なんとしてでもここで時間を稼がないと。よし。深呼吸をしてゆっくりと暗いステージへ足を踏み入れた。カーテンの向こうには豪華な客席と大きく輝くシャンデリア。遠目にバイヤーたちの笑みが見え、烏丸が余裕の表情で契約書を示している。あそこへ声を届かせるには音の力を使うしかない。俺は意を決し、グランドピアノの鍵盤にそっと指を置く。ゆっくりと和音を鳴らすと、テーブルにいた人々が一瞬だけ動きを止めたように見えた。次の瞬間、俺は少し派手めなフレーズから勢いよく演奏を始める。突然のピアノの音に会場がざわめく。視線が一斉にステージへ注がれ、人々が唖然とするのがわかる。烏丸が気づき、何か言おうとして立ち上がるが、俺はそれを無視して指を動かし続ける。低音と高音を行き交う旋律を重ね、波を打つように大きく揺れる音のうねりを作り出す。大きなレストランの空間に音が満ち、誰もが息を飲むほどの迫力を帯びていく。普段は避けてきたステージだが、今、この瞬間のために、俺はかつて大舞台で鍛えた技術をフルに使うしかない。何曲か続けて弾くうちに、自然と体が熱を帯び、客席には驚きや興奮がじわじわと広がっていくのが分かった。最後の曲を終えると、レストラン全体に熱狂的な拍手が巻き起こった。拍手や口笛が天井まで響き、彼は何者だ、ブラボーという声があちこちから飛び交う。そんな歓迎がある一方で、客席の一角では明らかに浮かない表情をした烏丸が部下と示し合わせるようにこちらを睨んでいた。契約直前での唐突なコンサートに相当苛立っているのだろう。拍手で盛り上がる周囲の雰囲気に反して、その冷徹な視線がびっしりと突き刺さるのを感じる。おい、何のつもりだ。低い声とともに烏丸が立ち上がる。客席の人々が思わずざわめき、拍手も途切れがちになる。周囲のスタッフが、どうか落ち着いて、と慌てるが、彼はまるで聞く耳を持たない。今すぐそいつをつまみ出せ。何の許可もなくステージに上がりやがって。部下たちが一斉に動き出し、通路を塞ぐように俺の方へにじり寄ってくる。視線の先には、困惑して立ち上がろうとする白石さんの姿が見えたが、烏丸の勢いに気をされるように、そのまま言葉を失ってしまっているようだ。待ってくれ、話を。俺が声を上げても、部下たちは猛然とこちらに迫り、腕を掴もうとする。一生懸命に抵抗するが、敵は複数。ピアノ椅子から立ち上がっただけの体勢では、まるで歯が立たない。まずい。くそ。ここで捕まったら万事休すだ。冷や汗が背筋を伝い、これまで稼いだ時間も無駄に終わってしまう。そう思い始めたその時、どこかから鋭い声が会場を貫いた。待った！その男を離せ！はっとそちらを見ると、客席の通路をかき分けるように、スグルの姿があった。スーツ姿で胸元に ID を下げ、呼吸を荒げながらもこちらに駆け寄ってくる。遅いぞ。すまないソータ。でももう大丈夫だ。皆さん、これを見てください。そう言い放ったスグルはタブレット端末を高々と掲げ、その画面には複数のファイルらしきものが映し出されていた。会場の客席が一気にざわめき、部下たちが動きを止める。視線が集中する中、スグルはゆっくりと客席の中央まで進み、烏丸を真正面から睨みつけた。先ほど入手したデータによれば、烏丸雄一が海外投資家や取引先と結託して、不正なマネーロンダリングや契約の改ざんを行っていた可能性が高い。言い逃れなんてさせないぞ。証拠は揃ってるんだ。場内は騒然。バイヤーや関係者たちが口々に驚きの声を上げる。烏丸の部下たちは動揺して俺を離し、客席とステージのどちらに目を配るべきかわからない様子だ。白石さんが、嘘、そんな、と震える声でつぶやいたのが聞こえたが、烏丸は唇を引き結んで何か言おうとしている。
何を言っているんだ。証拠というのはどこにある。デタラメを広めるなら訴えてやるからな。一生懸命に声を張り上げる烏丸だが、卓は動じず、端末の画面を客席に向ける。プロジェクタに繋いだわけではないが、それでもいくつかの改ざんファイルのスクリーンショットや、口座の送金記録を明示できるように見せているらしい。客席からは、なんだこれは、本当なのか、と声が飛び交う。今ここで契約書にサインなんかしたら、皆さんも共犯になる恐れがありますよ。少なくとも、この疑惑が晴れるまでは見合わせるべきでしょう。卓の告発を受けて、場内は騒然となり、本当なのか、どういうことだ、という怒声やざわめきが四方八方から飛び交った。烏丸は顔面を蒼白にしながら、一生懸命に反論しようとするが、タブレットに表示された送金記録や改ざんされた文書の画像は、すでに言い逃れできないほどの説得力を持っている。これは誤解だ。私がそんな不正をするわけがない。烏丸は声を荒げ、今まさに契約を破談に追い込まれそうなバイヤーたちへすがるように目を向ける。しかし彼らも当然ながら猛反発した。そんなデータを見せられては契約どころじゃない。ちゃんと説明しろ。これが本当なら大問題だぞ。苛立ちと困惑の入り混じった視線が烏丸に集中し、一方で卓は落ち着いた様子でタブレットを操作している。彼の言葉に間違いがないと悟ったのか、バイヤーの SP が一歩前へ出て、烏丸を取り囲むようにして睨みつけた。ホテルの警備員も状況を把握し、烏丸の肩を掴んで退路を塞ぐ。なんだよ。烏丸は虚勢を張りながらも、明らかに怯えた目をしている。それでも一生懸命になって身をねじろうとするが、SP や警備員たちの屈強な腕はびくともしなかった。話せったら。烏丸の低い声がホールの奥へと反響する。SP とホテルの警備員たちは、そんな彼の抵抗をものともせず、両腕をがっちりと掴んで、ずるずると引きずるようにして連れ出していった。すると卓は会場全体に向かって落ち着いた声を響かせた。皆様、本日はこのような事態となり、大変ご迷惑をおかけいたしました。桜ホテルの名を汚すような不正行為には断固として対応いたします。ですが、本日はせっかく海外からも多くの方々がご参列くださっていますので、お詫びといたしまして、ささやかではございますが、飲み物や軽食、そして先ほどのような素敵なピアノ演奏をサービスさせていただきます。どうか、今しばらく皆様でゆっくりとお過ごしください。場内には依然としてざわめきが残るものの、飲食が無料になるなら、演奏は確かに素晴らしかったし、という声もちらほら上がり始める。いくつかのテーブルでは怒り狂っていたはずのバイヤーたちが顔を見合わせ、とりあえず冷静になって話を聞こうか、と柔らかい口調に変わっていくのが分かった。なあ、そうた。卓はステージ上のお礼と目線をやり、口元に軽い笑みを浮かべる。先ほどは見事なピアノだったな。まだみんな興奮冷めやらぬって感じだ。今ちょっとバタバタしてるんで、もう一曲くらいお願いしてもいいか？まあいいけど。俺は引き続き、部下たちに取り押さえられそうになっていた腕を下ろしながら、小さく息をつく。おかげで、時間を稼ぐことにも成功したし、ここで断るわけにもいかない。俺は静かに深呼吸をして、鍵盤に指を置く。先ほどよりも落ち着いたテンポで、柔らかなメロディーを奏で始めると、客席の方々もささやかながら拍手を送ってくれた。さっきの怒号や混乱が嘘のように、音色が会場を包み、心を落ち着かせてくれる。しばらく静寂をはらんだ演奏を続けていると、人々の視線や表情から、先ほどの劇場が少しずつ和らいでいくのを感じた。曲を終えるや否や、またもや温かな拍手が湧き起こる。ようやくパーティー会場からの拍手喝采とざわめきが遠のき、俺は演奏を終えた興奮を胸に秘めたまま、ステージ脇の通路を通って控室へと戻った。キューバしのぎの即興演奏だったとはいえ、体にはまだ熱がこもっている。ピアノを弾き切った達成感と、先ほどまでの大騒ぎが一気に収束した安堵感がない混ぜになり、頭が少しぼーっとしていた。控室のドアを開けると、そこには白石さんが立っていた。俺の姿を見つけた彼女は、ほっとしたように息をつき、か細い声で、お疲れ様です。と囁く。手には資料のファイルと小さめのバッグをぎゅっと抱え込んでいて、その指先がかすかに震えているのが分かった。うなだれる白石さんは、悔しさと恥ずかしさで顔を伏せている。その肩は小刻みに震え、
周りから声をかけられても上の空だ。そこへゆっくりと歩み寄った俺が彼女の名前を呼ぶと、顔を上げた彼女は真っ赤な瞳で、本当にごめんなさい。とかすれた声を落とす。矢吹さんが警告してくれてたのに、私何も聞く耳を持たなくて、疑ったりしてごめんなさい。大事な上司だと思っていた相手が真っ黒な不正を働いていた。しかも自分はその駒にされていただけだった。そのショックは計り知れない。俺は彼女の肩にそっと手を置き、絞り出すように言葉をかけた。謝らなくていいですよ。俺も上手に説明できなくて困らせちゃったし。それにしてももう少し穏便な形で警告できればよかったんですが。そんな、矢吹さんがあの時言ってくれたから、こうして助かったんです。ありがとうございます。それに、ピアノ、あんなに上手だったなんてびっくりです。彼女は驚きと困惑、それから少しの尊敬の色を帯びた視線でこちらを見つめる。俺、実は昔ピアニストをやってたんです。そう打ち明けると、白石さんははっと目を見開く。目線を落として静かに息をつくと、記憶の底に封じ込めていた日々が、まるで沈殿していた泥をかき混ぜたように胸に広がっていった。かつての俺は国内のコンクールで注目を浴びたのをきっかけに、海外のオーケストラや数々の演奏会へ呼ばれるようになった。大舞台の照明を受けてピアノに向かうたび、聴衆から寄せられる拍手と喝采が体全体を熱くした。自分が好きな音で世界とコミュニケーションを取れるなんて夢のように幸せだった。だが、そんな俺の人生を大きく狂わせたのが、ある詐欺グループとの関わりだった。海外に活動の拠点を移したばかりの頃、言葉の壁と不慣れな環境に戸惑っていた俺に、協力したい、サポートしたいと甘い言葉をかけて近づいてきた連中がいたのだ。彼らの巧みな誘導に乗せられ、気づけば大切な財産も資金も、すべて根こそぎ奪われていた。その時の絶望と恥辱は、今でも鮮明に思い出せる。目の前が真っ暗になるような感覚。自分の将来も、ついさっきまで自信に満ちていた未来さえも、一つ残らず崩れ落ちていく錯覚に陥った。それまで築き上げたものを何もかも失い、住む場所すら危うくなる中、俺の心はすっかり壊れてしまっていた。それで、帰国してからは完全にやる気をなくしてしまって、何もかも放り出して、食いつなぐためのバイトを転々としていたんです。ピアノを見るだけで苦しくなるから、音楽関係には絶対戻りたくないって、自分で勝手に蓋をして、ほんと、すさんだ生活でした。静かに白石さんの視線を受け止めながら、俺は苦笑を漏らす。胸の奥に隠し続けていた過去を言葉にするのは、やっぱり少し痛みを伴う。それでも、その痛みがどこか和らいでいるのを感じた。先ほどまでの演奏の余韻が、心の深いところまで少しずつ届いているのだろう。そんな時に手を差し伸べてくれたのが、すぐるなんです。幼馴染で、ここ桜ホテルのオーナー一族の一員である、野々宮すぐる。俺が路頭に迷ってるのを見かねて、だったらうちで働いてみたらって誘ってくれたんですよね。駐車係なら人目につきにくいし、ピアノとも全く無縁だろうって。思い返せば、すぐるがちょうど人手が足りないからとあっさり言ってくれたその一言がなかったら、今の俺はどこで何をしていたのかわからない。あの頃は世の中すべてが敵のように感じられたし、自分自身を敗者としか思えなかった。だからこそ、すぐるの声は俺の中で唯一の救いの糸だった。最初は仕方なくって感じでした。実際、駐車係の仕事は地味だし、ピアノの過去なんて誰にも言わないで黙々とこなしていました。でも、ホテルの中で働くうちに、いろんな人と会うじゃないですか。豪華なロビーで談笑してる外国人のお客さんとか、スタッフ同士のチームワークとか、そういうのを見てるうちに、少しずつだけどもう一度、自分を取り戻したいって気持ちが芽生えてきたんです。それはまるで、小さな種が土の下で水を吸い込み始めるような変化だった。最初は本当にかすかな。誰にも気づかれないほどの変化。でも、ここ数ヶ月の間に、それは確実に俺の中で膨らんでいた。あの日、白石さんが外国のお客さんに囲まれて困っていた時、自然と体が動いたのは、もしかしたらその取り戻したい気持ちが引き金だったのかもしれません。放っておけなかったんですよね。ああ、これは自分にやれることかもって思えて、そこまで行ったところで、
不意に胸の奥が締め付けられたようになり、俺は言葉を告げなくなった。自分でも驚くくらい熱いものがこみ上げてきて、視界がじんわりと滲む。ずっと蓋をしてきた気持ちが隙間から溢れ出すようだった。矢吹さん。白石さんは一瞬戸惑ったように目を瞬かせ、そっとファイルを抱えたままこちらに身を寄せる。彼女もまた潤んだ瞳で震える声を紡いだ。助けてもらったのは私の方なんです。あのままだったら私はずっと英語を怖がって逃げ続けていたと思います。でも矢吹さんができることはやってみようって言葉をくれたから自信が持てたんです。実際に英語が上達しているかどうかはわからないけど、それでも通じるんだって思えるようになって、やっと前に進めそうな気がして。彼女の視線は苦しげで、それでもしっかりと俺を見つめていた。溢れそうになる涙をこらえきれず、俺は静かに目を伏せる。涙声と鼻をすする音が控え室のひっそりとした空気に溶けていく。それなのに私、矢吹さんの言葉を疑って、勝手に拒絶したりして、もっと早く、ちゃんと聞いていれば、こんなにこじれなかったのに。最後の方は、彼女の声が震えて、涙がポロポロと頬を伝うのが分かった。俺は彼女の前まで歩み寄り、ぐっと拳を握りしめる。謝らなくていいですよ。俺だって伝え方が下手だったし、余計な言い回しをした。それに、白石さんがどれほど一生懸命頑張ってきたか、俺が一番分かってるつもりですから。震える肩を支えるように、そっと手を伸ばすと、彼女はくしゃりと表情を歪めて涙をこぼす。その姿に、俺もまた胸の奥からこみ上げるものを抑えきれなくなる。互いに言葉を飲み込むようにして顔を見合わせたまま黙り込む。だけど、その沈黙は決して嫌なものじゃなかった。お互いに涙を隠さず、そのまま受け止め合っている。そんな不思議な安心感が胸に広がっていく。その時不意に、お取り込み中悪いなぁ、と、控え室の扉が開く音がした。わっ！驚いた俺たちは、思わずパッと身を離して姿勢を正す。入ってきたのは案の定卓だった。控え室の扉の前でにやりと口角を上げ、わざとらしく両手を上げてみせる。悪い。邪魔したな。ちょっと報告があってな。卓はそう言いながら、スーツの胸ポケットから小型のタブレットを取り出す。あいつ白状したよ。かなり根が深い不正取引の話が出てきてるようだ。で、その詐欺グループの一部に、お前を騙した連中とつながりがある奴がいるらしくてな。警察が本腰入れて捜査を始めるみたいだ。俺は深く息を吐いて、卓の目をまっすぐに見据える。そうか、ありがとう。俺の時の連中までつながっているなんてな。これで捜査が進むなら決着がつくかもしれない。そう言いながらも、胸の奥にドクンとした痛みが走る。怒りと悔しさが混じったかつての負の感情。でも、先ほど白石さんの前で気持ちを打ち明けたことで、そこに小さな光が差しているのを感じた。カラスマの悪事が明るみに出ると、ホテル側や警察の迅速な動きによって、その背後に潜んでいた詐欺グループのつながりも次々と洗い出されていった。俺をはじめ、過去に被害に遭った人たちが、長年抱えていた苦しみも、ようやく解消されつつある。多くの人を巻き込んだ大騒動は、皮肉にも関係者たちを真実に導く形で決着を見せた。ホテルは混乱の後処理に追われながらも、誠意ある対応でかえって評価を上げている。卓も、桜ホテルの名に傷をつけるわけにはいかないからな、と、連日調整や謝罪、追加のサービス提供などに奔走していた。だが、彼の表情にはどこか達成感が漂っているようでもあった。一方の俺はというと、バイトとして続けていた駐車係の仕事とともに、ピアニストとしての活動を少しずつ再開することになった。これまで人前で弾くなんてと避けてきたけれど、今回の騒ぎで思わずステージに出てしまい、その結果、周囲からぜひレギュラーで演奏してほしいという声が高まったのだ。いつしか駐車係のピアニストと呼ばれるようになり、客の前で時折ピアノを披露する。そんな新しい日々が始まっている。そして白石さんの方も彼女が担当していた海外の案件を一度白紙に戻して再交渉することになったが、今度は彼女自身が堂々と前面に立って進められるようになった。まだ英語に苦手意識が残ると言いながらも、以前のように逃げ腰になることはもうない。
失敗を恐れず、まず声に出してみる。俺がささやかなレッスンで教えたことを素直に実践し、彼女は少しずつ本当に喋れる自分へと変わっていった。矢吹さん、聞いてください。先方からジョークまで言うようになったなって笑われました。でもそれが嬉しかったんです。伝わってるんだなって。彼女が声を弾ませながらそう報告してくれる姿は、かつての不安げな表情とはまるで別人のようだ。あの日、控室でお互い涙を流し合った後、俺と白石さんは自然な形で連絡を取り合うようになった。仕事終わりにカフェでお互いの近況を語ったり、休日には英会話の練習も兼ねて軽いデートを楽しんだり、ふと気づくと、その距離はもう、教える側と教わる側の枠を超え、互いの存在を必要とする関係へと変わり始めている。ねえ、次の休みに観光客向けのイベントをちょっと見てみない？外国人が多い場所なら私もいい練習になるし。ある夜、ホテルのロビーで待ち合わせをしながら、彼女が笑顔でそんな提案をしてきた。俺が、いいね。じゃあ、英語のナンパでもしてみる？と、冗談めかして言うと、彼女は、やめてくださいよ。私が困ります。と、頬を染める。その照れた仕草が、以前に増して可愛らしく思えてしまうのは、きっと、俺の方が惚れているからだろう。新しい目標に向かって仕事へ邁進する白石さんと、再びピアノの音色を取り戻した俺。二人で過ごす時間は短いけれど、一緒にいるだけで、なんだか前へ進めるような気がする。そうして、積み重ねる日々の中で、俺は心から思うのだ。通じ合うって幸せだと。お前なんか、いつでもクビにできるんだからな。身の程を知れ。町外れの町工場に、その土星が突き刺さるように響いた。すらりとした高級スーツにピカピカの革靴。親会社の若手エリート、大河内は、油臭い作業服の俺たちを見下ろすように睨んでいる。いつもは機械のモーター音と鉄を打ちつける音が日常の BGM だが、今朝は彼の土星がやけに耳障りだ。おい、ここを掃除しろ。そこも油汚れがひどいぞ。もうすぐ社長令状が来るんだぞ。こんな汚い現場を見せたら、俺が恥をかくだろうが。ぎらりとした視線を向けながら、大河内は休む間もなく、行員たちに指示を飛ばす。作業はどれも急ぎでこなさなければいけないものばかりなのに、目の前の仕事より掃除が最優先だ、と彼は譲らない。古川工場長は眉間にシワを寄せて様子を見ていたが、親会社の意向となれば強くは言えないらしい。北条、お前は耳が遠いのか？さっきから何もしてねえじゃねえか。やる気がないなら給料を減らすぞ。お前なんかいつでも辞めさせられるんだからな。ついに矛先がこちらへ向いた。俺は黙り込んだまま、大河内と視線を交わす。掃除ばかりしていては、今日の納期に間に合わないし、かといって反論すればことを荒立てるだけ。頭の中でいくつものパターンを考えるが、結局何も言えずに歯を食いしばるしかない。その時、工場の引き戸が開く音がして、一瞬にして場が静まる。お待たせしました。本社から視察に参りました。急な訪問で申し訳ありません。玄関口に現れたのは、凛とした印象の女性だった。エレガントなスーツ姿と落ち着いた佇まいが、年季の入った工場内にまるで異質な光を落とす。大河内は慌てて姿勢を正し、彼女の前に立つ。お疲れ様です、霧島部長。ちょうど今工場を視察していただく準備を進めておりました。こちらの連中が全く言うことを聞かなくて、いやはや。だが、その言葉を聞いた令嬢は、すっと目線を俺の方へやり、大河内を諌めるように言い放った。彼があなたの言うことを聞かないのは当然でしょ？だって、彼の正体はね。その一言で、場の空気が一瞬にして凍りつく。煩わしかった機械音すら遠のいて、工場全体が息を飲むように静まり返る。やがて、薄暗い蛍光灯の下で、大河内がうろたえた表情を浮かべるのが見えた。まさか、この何気ない視察の朝が、俺の人生と、この町工場の運命を大きく変えることになるなんて、ここにいる誰もが、そんな未来など想像できずにいたのだ。俺の名前は北条渉。俺が働いているのは、埃まみれの町工場だ。色の剥げた鉄扉を開けると、油と金属の焼ける匂いが鼻孔に刺さる。古い工作機械のモーター音が絶え間なくうなり、
誰かが叩く金属音が遠く響いている。そのすべてが俺の日常だ。ここは町の外れにある町工場。機械油の匂いが鼻の奥に染みつき、黒ずんだコンクリートの床がギシギシと悲鳴を上げる。長年酷使された古い工作機械がずらりと並び、一台一台に傷や錆が目立つ。工場長である古川さんは、昔からずっと使い続けてる相棒だからな、と言って定期的にメンテナンスは欠かさないようだが、それでもガタが来るのは否めない。周りを見渡せば、いかにこの工場が時代遅れの設備でやりくりしているかがよくわかる。そんな町工場が、ここ数日やけに慌ただしい。理由は明白だ。今日は本社から視察が来るらしい。しかも、親会社の社長令嬢、霧島鈴がやってくる、という話が広まり、工場の作業員たちは朝からそわそわしっぱなしだ。おい、今日本社から来るってのは本当なのか？らしいぞ。しかも社長令嬢も同行するってよ。どうやら次期社長候補とかなんとか。すっげえ美人なんだろ。一度でいいから拝んでみたいもんだな。休憩室でも作業場でも、この話題で持ちきりだ。ところが、そこに一足先に姿を現したのが、本社の社員、大河内だった。彼は親会社の若手リーダー格らしく、視察の前に先に工場へ乗り込んできたらしい。現場の人間からすれば、正直ありがた迷惑だ。ちょっと君たち、ちゃんと掃除は済んでるのか？これから霧島部長がお見えになるんだぞ。こんな散らかった状態で迎えたら失礼だろうが。大河内は朝礼もそこそこに、工員たちを捕まえては掃除と片付けを命じ、声を張り上げている。彼の背広は明らかに工場の油汚れとは縁遠い高級品で、ちょっとした埃を払う仕草がいちいち鼻につく。何より、その口調が命令口調で、まるで下請け社員を見下すような態度だった。ずっと現場で汗を流してきた古株の人間にとっては、面白いわけがない。おい、今が大事な工程なんだよ。こんなタイミングで機械止めろってのか？いいから黙って指示に従え。大河内はそう言って聞かない。彼の背後で工員たちが渋い顔を交わしているのがわかる。しかし、親会社の社員という立場を振りかざされれば、無下に反発もできない。工場内には気まずい空気が漂い始めた。そんな場面でも、俺は何も言わずに黙々と作業を続けていた。今日中に仕上げなくてはいけない部品がある。余計な口を挟むより、手を動かすのが最優先だ。おい！鋭い声が背後から飛んできた。大河内が俺の方を指さし、いかにも尺に触るといった顔で睨んでいる。君、耳が遠いのか？掃除しろって言ってるんだ。どうして続けてる？言うことを聞けないなら給料減らすぞ。それともクビになりたいのか？俺は手を止め、まじまじと彼を見た。こっちが何か言えば、面倒が倍増するだろう。だからといって、作業を止めれば納期に間に合わなくなる可能性がある。俺一人が遅れれば済む話じゃない。工場の信頼に関わることだ。それでも、相手はお構いなしに怒鳴り続ける。何か言えよ。黙ってちゃわからないだろ。そう言われても、何をどう説明するべきかわからない。掃除も大事だが、今止まると工程すべてにズレが生じる。結果、ここの納品に遅延が発生し、親会社にも迷惑がかかる。その未来予測を頭の中で一瞬にして計算しつつも、それを誰にどう伝えればいいのか、口が追いつかない。すみません。北条が黙ってるのも事情があるので、お河内さんもまあ落ち着いて。少しばかり気まずい空気が流れる作業場のど真ん中で、古川さんが俺と大河内との間に割って入った。古川さんは、この工場を長年切り盛りしている工場長だ。飾り気のない作業着に、細かい油汚れが染みついた軍手をぶら下げている。北条の作業は大事なんです。親会社にとっちゃ地味な部品かもしれませんが、これをおろそかにすると、結局そっちの信用にも関わるんですよ。工程表もギリギリだし、理解してやってください。大河内は依然として険しい顔のまま、腕組みしながら嫌そうに息をつく。新品同然の革靴が工場のコンクリート床に軽く打ち鳴らされる音がやけに大きく響いた。だからって、汚いままで視察を迎えるわけにはいかないでしょう。いかにもやる気がないじゃないですか、こいつは。大河内の視線が再び俺に突き刺さる。やる気がないわけじゃないですよ。彼なりに考えてるんです。まあ実際あまり喋らないですけどね。古川さんはそう言って苦笑する。無口なところのある俺をよく知るからこそ、
半ば呆れつつもかばってくれているのだろう。まったく、もういい。せめて他の連中はしっかりやってくれ。言及だけじゃ済まさないからな。吐き捨てるように言うと、大河内はふんと鼻を鳴らす。それから作業場をぐるりと見回して、別の行員たちに矛先を向け、そっちも掃除を徹底しろ。だの、余計な道具を出しっぱなしにするな。だの、次々と指示を飛ばし始めた。苛立ちを隠そうともせず、周囲に当たり散らす姿は、まるで自分が本社の全権を握っているかのようだ。すみません、古川さん。背を向けて歩きかけていた古川さんを呼び止め、思わずそうつぶやいた。お前が謝ることじゃないさ。大河内さんに口出しされりゃ、みんなあんな気持ちになる。現場には現場の都合があるからな。俺だって腹の中で余計なこと言いやがってと思ってるよ。そう言って、古川さんは空いている手で俺の肩をトントンと叩いてくれる。油まみれの作業着の袖口から覗く腕には、長年の鍛錬の跡が刻まれている。いわゆる叩き上げの職人である彼は、言葉よりも行動で示すタイプだ。だからこそ、あの場でも堂々と俺をかばってくれたのだろう。しばらくすると、工場の外が急に慌ただしくなった。誰かが駆け込んできて、来たぞ！令状がもう到着したみたいだ！と大声で叫ぶ。すると、大河内は急に背筋を伸ばし、ネクタイを正し始めた。高めのヒールの音がコンコンとコンクリートの床を叩く。周囲がざわりと動く。皆さん、お忙しいところすみません。本日本社から視察に参りました。霧島鈴と申します。どうぞよろしくお願いいたします。凛とした声が響いた。礼儀正しく、それでいて明るさを含んだ声。工場内が一瞬静まり返るのがわかる。俺はそっと視線を向け、目を見張った。作業用のライトに照らされ、そこに立っていたのは、洗練されたスーツを身にまとった女性。柔らかな髪を後ろでまとめ、微笑みながら周囲を見渡している。お待ちしておりました。大河内が誰よりも早く声をかけ、彼女の前に進み出る。まるで、自分がこの工場の代表者と言わんばかりだ。大河内さん、いつもありがとうございます。今日は短い時間ですが、よろしくお願いしますね。こちらこそ。何でも言ってください。この工場のことは大体把握していますから。そんなことを言っているが、この工場で長く働いているのは古川さんや他の職人たちだ。大河内はつい最近親会社から派遣されてきたに過ぎない。俺は心の中で苦い笑みを浮かべるが、もちろん口には出さない。ところで、先ほど入り口付近で少し揉めてましたよね。何があったんですか？鈴が不思議そうに尋ねると、大河内は待ってましたとばかりに俺を指さした。こいつですよ、こいつ。指示を出しても無視するんです。やる気がないというか、まったく。視察の日だっていうのに。その言葉に反応した鈴は、ふと俺の方に視線を移す。そして、大河内に向き直ってさらりと言った。彼があなたの意見を無視するのも、ある意味仕方ないわね。大河内は不満げに眉を潜めた。はあ、どういう意味です？彼は下請けのただの行員でしょ？まさか、彼はね、NASA で技術者をしていたのよ。思わず大河内がのけぞり、周囲の行員もざわめき始める。誰もが、まさかと声を上げた。NASA ですか？そう。彼の頭の中には、私たちが想像もできないほどの、理論やノウハウが詰まってる。だから、一方的にやる気がないなんていうのはどうかと思うわ。鈴はすっと表情を引き締めて言葉を継いだ。ところで、先ほど言及というワードが聞こえたんだけど、どんなつもりなのかしら。私たちにとって大切なパートナーを軽々しく脅すような真似はやめてほしいわ。彼女の声は決して大きくはない。けれど、その一言一言には揺るぎない自信と気品がある。大河内は口をパクつかせたまま何も言い返せない。鈴は小さく息をつくと彼に向かって少しだけ微笑んでみせた。まずは事情を理解することが大事じゃない？私もよくわかってるつもりよ。ここは下請けだけど、私たちにとってはかけがえのない技術と人材が揃っている場所なんだから。鈴の落ち着いた声が作業場に響くと、大河内は苦々しげに唇を噛み、それ以上何も言えなくなったようだった。結局、彼は軽く頭を下げるでもなく、そそくさと背を向けて歩き去っていった。それから約1時間ほどで
予定していた視察が終了した。霧島部長、そろそろ本社に戻りましょうか。社長もお待ちかと思いますし。大河内が鈴にそう提案すると、鈴は周囲を見渡しながら口を開いた。ごめんなさい。もう少し現場の人たちの話を直接伺ってみたいの。ちょうどお昼も近いし、ランチミーティングをしようと思ってるの。北条さん、一緒に行ってもらっていい？突然名指しされた俺は思わず小さく息を飲んだ。はい。北河内さんには悪いんだけど、先に本社へ戻ってて。お父様には私から連絡を入れておくわ。ごめんなさいね。きっぱりと言い切られ、大河内はしぶしぶうなずく。表情からはまだ釈然としない様子が見て取れたが、視察用の資料を抱えたまま足早に工場を出て行った。じゃあ行きましょうか。北条さん、近くに食事できるところある？はい。周りから向けられる視線に背中を押されるように、ぎこちなく作業場を後にする。鼓動が早金のように胸を打ち、俺はどうやってこの昼の時間を過ごせばいいのか考えあぐねていた。そんな思考の隙間を縫うように、鈴が歩きながら小さな声で笑う。あたるくん、そんなに緊張しなくても平気よ。別にお偉いさんの会食じゃないんだから。親会社の経営企画部長であり、社長令嬢でもある彼女は、実は俺の幼馴染だ。子供の頃から家が近かったせいもあって、小学校から高校まで同じ道を通って一緒に登校していたし、放課後もよく遊んだ。学生の頃はほとんど毎日のように顔を合わせていたのに、まさかこんな形で再会するなんて、当時は想像もしていなかった。でも、鈴は社長の娘で、今や部長だろ。緊張するなって言われても、さすがにあの工場の連中から見たら俺が偉そうにしてるように思われるかもしれないし、作業場を出て古びた商店街の通りを歩きながら、俺はボソッとそう答えた。普段から口数の少ない俺だけれど、幼馴染の彼女には昔から多少は腹を割って話すことができる。とはいえ、久しぶりに会ってこうして二人きりで歩いていると、どうにも勝手が違う。昔と変わらないね、渡るくん。確かに今の私は、社長の娘で部長かもしれないけど、あなたにはそんな肩書きは関係ないでしょ。鈴が歩調を合わせるように少しゆっくり歩き始める。そうだな。まあ、鈴が昔と変わらないのは何よりだよ。ありがたいとは思ってる。俺がそう言うと、鈴は少し得意げに肩をすくめてみせた。ありがたいだけ？本当に嬉しそうな顔はしてるけど。そうかな。そう口ごもる俺を見て、鈴はクスクスと笑った。工場の敷地を抜けると古びた商店街が広がる。と言っても、昼時でも人通りはまばらで、ところどころシャッターの降りた店が目につく。昔はもう少し活気があった気がするのに、時の流れとは残酷だ。俺たちが選んだのは、そんな商店街の端にある小さな定食屋だった。ごめんね。さっき、工場で急に渡るくんの過去をばらしちゃって、別に隠したかったわけじゃないかもしれないけど、ただの行員なんて言われてるのが悔しかったんだ。気にしてないよ。別に NASA にいたことを秘密にしようと思ってたわけでもないし、そもそもああいう形で公になるかどうかを置いといて、どこかで知られるのは時間の問題だったろうしな。そう言いながらも、あの時の視線を思い出してしまう。周囲は嘘だろ、まさかとか、あるいはなんでそんな人がここにという反応をしていた。みんな驚いてたよね。大河内さんも、どういうことだって私にしつこく聞いてきたし。大河内さんか。あの人、本社でそれなりに評価されてるの？俺が気になってつい問いかけると、鈴は少し困ったように笑った。実務能力自体はあるのよ。書類仕事とか、取引先との交渉もちゃんとやってくれるし。でも、プライドが高くて人を見下す癖があるというか。まあそこがたまに傷かな。そう言われて、俺は工場でのやりとりを思い返す。確かに、彼の態度は一方的だった。下請け、行員というワードが頭にこびりついていて、親会社イコール上、下請けイコール下という構図を押し付けるだけで、そんなことを考えていると、注文した料理が運ばれてきた。湯気を揚げる生姜焼き定食と、しっかりボリュームのあるカツ丼。二人はいただきますと軽く挨拶を交わしてから箸を手に取る。実際のところ、
昼食はいつもパンやおにぎりで済ませる俺としては、こうして定食屋で落ち着いて食べるのは久しぶりだった。舌に広がる濃いめの味付けがなんだか心をほぐしてくれる気がする。そういえば渡るくん、NASA って言うと、私たちみたいな一般人からすれば遠い世界だけど、やっぱりすごく大変だったの？食事をしながら、鈴が興味深そうに尋ねる。彼女なりに気を使ってくれているのだろう。俺は箸を一旦置き、湯気の立つカツ丼を見つめながら口を開いた。大変というか、俺が勝手に突っ走ったんだろうな。最初は夢中だった。子供の頃から宇宙や航空技術に興味があったし、学生の頃もずっと鈴に話してたろ。俺は宇宙で新しい技術を実現して世界を変えるんだって。うん、覚えてるよ。私もあの頃は、だったら私は渡るくんのサポートするね。二人で世界を良くしちゃおうよ、なんて言ってたっけ。鈴はくすりと笑い、コップの水を一口含む。俺たちがまだ高校生だった頃、夜空を見上げながらそんな話をした気がする。もっと言えば、中学生の時から夢を語り合っていた。宇宙飛行士になって月や火星で新しい発明をする。いや、もっと先に人類を連れて行くんだ、なんて根拠のない大風呂敷を広げては二人で笑ったものだ。実際、NASA に入って最先端の研究をさせてもらった時は、すごく興奮したよ。新しい技術の可能性や人類の未来を形にできるかもしれないって本気で思った。そこまで言いかけて一瞬言葉が詰まる。俺は料理を一口頬張り、喉を潤してから続けた。でも、俺のやりたかった研究は周りから見ると非現実的だったんだ。他のチームはもっと実用的なプロジェクトに専念していて、俺の案は後回しにされがちでさ。それで上司と衝突が増えていって、結局は。解雇同然だったんだっけ？まあそういうこと。上司からすれば夢物語に走るトラブルメーカーだったんだろうね。そう言いながら笑う俺を、鈴は静かな目で見つめている。いたずらに同情するでもなく、かといって突き放すでもなく、ただ受け止めてくれているような、そんな眼差しだ。アメリカを出た後、帰国してからもしばらく就職先が見つからなかったんでしょ？お父さんに聞いたわ。うちの下請け工場なら雇ってあげられるがどうかなって。うん。あれがなかったら俺、路頭に迷ってたかもしれない。おかげでこうやって町工場で働けてるのは、鈴のお父さんのおかげだよ。本当に感謝してる。俺がそう言うと、鈴は照れくさそうに小さく肩をすくめた。お父さんは苦労人だから、若い才能を伸ばしたいって思いが強いんだと思う。でも、渡くんみたいにすごい理論や技術を持ってても、それをうまく言葉で伝えられないと誤解されちゃうことも多い。だったら、私が渡くんの通訳になればいいかなって昔から思ってたの。通訳ね。そう。彼女は昔からそうだった。俺が何かに没頭して周りの話を聞かなくなっても、彼女だけは、言いたいことはこういうことなの？と根気よく聞いてくれて、代わりにクラスメートや先生に説明してくれた。NASA 時代も、もし彼女がそばにいてくれたら、少しは状況が違ったのかもしれない。そんな淡い思いが頭をよぎって、俺は苦笑する。助かるよ。俺は本当に言葉にするのが苦手で、さっきの工場でも一方的にやる気がないって言われても、それに反論する余裕がなかった。渡くんが黙ってると、本当に何考えてるかわからないからね。でも、そこが悪いわけじゃないのよ。むしろ余計なことを口にしない分、深く考えてから行動するタイプなんだと思うし。ただ、勘違いされやすいのは事実だけど、学生の頃、大きな夢を語り合ったよね。私たちで世界を良くしようって。ぽつりと鈴がつぶやくと、店内の空気が静かに波打ったような気がした。あの頃は本当に無邪気だった。夢が大きければ大きいほど尊いと信じていて、誰かに馬鹿にされてもひたすら突き進もうと誓い合った。大人になって現実の壁にぶつかって、いつの間にかそれぞれの道を歩んできたけれど、その思いは捨てきれていないのかもしれない。鈴は今でもそんな風に思ってるのか？世界を良くするって。思ってるわよ。もちろんやり方は変わるけど、私なりに会社を動かして社会に貢献できる仕組みを作りたい。そのためにこうして現場を見て回って人の声を聞くの。父に部長ってポジションを与えられたけど、
実際はまだまだ修行中の身だからね。そういう鈴の表情は自信に満ちているというよりも、ある種の決意で輝いているように見えた。親会社のトップの娘であることは確かだが、それゆえに背負うものも多いだろう。俺は NASA の研究室で孤立した自分を思い出し、妙なシンパシーを抱いてしまう。でも、世界を良くするなんて大きな夢を口にすると、周りから白い目で見られたり、笑われたりすることもある。私が工場まで足を運ぶのも、単なるパフォーマンスだとか言われるしね。でも、渡るくんは笑わないでいてくれるって信じてる。笑うわけないよ。俺だってまだ諦めたわけじゃない。NASA じゃうまくいかなかったけど、技術の可能性が消えたわけじゃないし。そうだよね。感情を済ませて店を出ると、外はさっきより日差しが強くなっていて、古びた商店街の通りがキラキラと光を反射していた。昼下がりの時間帯、学校帰りの学生たちがちらほら歩いているのを見て、あの頃の自分たちを思い出してしまう。ね、渡るくん。今後もいろいろ相談させてもらうわよ。工場の技術をどう活かすとか、効率化をどう図るとか、あと人間関係に関しても。人間関係は専門外だけど、まあ協力できることがあれば。ありがとう。そういえば改めて言ってなかったけど、こうやって話してると落ち着くんだ。昔から渡るくんはそうだったよね。いざという時にそばにいてくれる。鈴がそう言って笑うと、俺は少し気恥ずかしくなって視線をそらす。彼女の言葉には、俺自身が忘れていた思い出や感情が詰まっていて、まるでかさぶたを剥がすように心を刺激する。けれど、その刺激は痛みというよりも温かさに近い。じゃあそろそろ戻ろっか。午後からまた少しだけ現場を見せてもらって、今日はおしまいにする予定だから。そう言って微笑む鈴を見つめながら、俺も小さく笑みを返した。ランチミーティングを終えて工場へ戻ると、午後の作業が始まっていた。機械の動作音や溶接の火花が飛び交う慌ただしい現場は相変わらずだが、今の俺は朝とは少し違う心持ちでそこに立っている。鈴と改めて言葉を交わし合ったことが自分でも驚くほどの自信になっていた。工場長の古川さんが俺の姿を見つけると、ああ、まだったか。と短く声をかけてくる。今まではそれに対してほとんど反応できず、はいと返事をするだけだったのだが、なぜか今日はもう少し踏み込んで話そうという気になった。古川さん、先日お話しした新しい自工具の設計図、ちょっと見てもらえませんか？お、急にどうした？珍しいな。お前の方から声かけるなんて。古川さんは驚いたように目を瞬かせるが、すぐににやりと笑う。俺は少し照れながら小さく折りたたんだ図面を広げた。そこには古い工作機械でも精度を高められるようなジグのアイデアをまとめてある。NASA 時代の経験から思いついた改善策だが、今まで俺はどうせ理解してもらえないと勝手に尻込みしていた。しかし、鈴が背中を押してくれたからこそ行動に移そうと決意できたのだ。ああ、こりゃ面白いかもしれねえな。これなら複雑な工程をまとめられそうだ。はい。材料コストもそこまでかからないと思います。工場の設備投資が厳しいなら、まず小規模な試作品を作って検証してみたいんです。実は霧島部長にも少し援助を検討してもらおうと思っていて、もし試作段階で費用がかかるとしても、将来的なコスト削減という形で説明できれば、本社からの支援を引き出せるかもしれません。なるほど。まあ、大河内さんあたりは文句つけてきそうだが、そこは社長令嬢の力も借りて、うまくやるしかねえな。それから数日、俺は古川さんや現場のベテラン職人たちと話し合いを重ね、試作の段取りを進めた。最初こそ本当にうまくいくのかと懐疑的だった人もいたが、少しずつ俺の説明を聞いて意外と使えそうじゃねえかと興味を示し始めたのが嬉しかった。かといって口下手な俺だけではうまく伝わらないことも多い。そんな時は鈴が間に入り、この部分は工程を省く狙いがあるんですよ。渡るくんが NASA で学んだアイデアを現場仕様に落とし込んでるみたいです。ああ、そういうことか。なるほど。イメージが湧いたよ。という具合に絶妙なタイミングでフォローしてくれる。やはり彼女がいなければここまでスムーズにはいかなかっただろう。やがて町工場の生産性とコスト削減に影響を及ぼす回収案が徐々に形になっていった。試作した軸がうまく機能し、
トラブルの多かった工程が短縮されて、ぶどまりも向上。トータルの生産コストが目に見えて下がるようになると、周囲の反応も変わってくる。北条さんやるじゃないか。まさか古い工作機械でも、ここまで精度が上がるとは。まったくだ。親会社への納品先も、これなら引き続き任せられるってさ。職人たちの口から自然と、北条さんなんて呼ばれるようになったのは、素直に嬉しかった。以前は、何考えてるかわからん無口な若造という扱いだったし、俺もあまり話しかけられるのを好まなかった。しかし、現場での手応えを感じるにつれ、自分がここにいる意味がようやく見えてきたのだ。同時に、親会社からの評価も少しずつ変化していた。工場が作る部品の品質は向上し、生産のスピードも上がったため、社内の受注管理部門は、この調子なら他の案件も任せてもいいのでは、と前向きになりつつある。鈴の働きかけも大きかっただろう。彼女は、父の後を継いで会社をしっかり支えなきゃ、と思い悩みつつも、俺の技術的アイデアを本社の役員会や経営企画チームに根気よくプレゼンしてくれた。ちゃんと説明できたわよ。渡るくん。コストシミュレーションも一緒に考えたから、数字で示せたのが大きかったんだろうね。お父様も興味を持ってくれてるみたい。すごいな、鈴。俺一人だったら絶対無理だった。休憩時間にそう声をかけると、彼女は少しだけ胸を張る。私も部長って肩書きを持ってるからこそ動けるわけだし、それを活かさない手はないでしょ。ただ、私も社長の娘ってことで、周りからの視線はいろいろあるし、何よりお父様の期待に応えられるかどうか不安だった。でも、渡るくんを見てたら勇気が出てきたの。俺を見て勇気が出るって、意外だな。だって渡るくん、昔から自分の信念を曲げないでしょ。NASA でも大変な思いをしたのに、それでも技術や夢を捨てずに頑張ってる。そういう姿を見てたら、私もやらなくちゃって思えるんだ。彼女はそう言って、いつものように柔らかく微笑んだ。その笑顔を見ると、かつて暗闇を照らしてくれた月明かりみたいだ。なんて考えてしまう。昔、夜空を見上げて夢を語り合ったあの光景。その頃と同じ距離感で、彼女は俺を励まし、支えてくれる。今はそれが何より嬉しかった。しかし、この状況に密かな焦りを募らせている人物がいた。大河内だ。最近は工場を訪れることも増え、他の行員に対して指示を出したり、書類を取りまとめたりしている。実務能力は確かにあるようだが、その態度は相変わらず高圧的で、下請けを見下すような雰囲気が拭えない。北条さん、最近やけに調子いいじゃないですか。急にアイデアを出して、工場のみんなからも一目置かれてるみたいで。まあ、皆さんが協力してくれてるからですね。へえ、謙虚なふりですか。それにしても、霧島部長とも随分親しげですね。昔からのお友達だとか。その言い草に言いようのない嫌味を感じる。昼休みにミーティングルームの片隅で作業していると、大河内がわざわざ、そばに来て、そう言い放つのだ。俺が返答に困っていると、彼は鼻を鳴らしてから言葉を続けた。まあいいですけど、正直、俺からしたらあなたみたいな、情帰りの天才が、町工場ごときに収まっているのは滑稽に見えるんですよ。結局、NASA を辞めて帰国したってことは、うまくいかなかったただの凡人だったってことでしょう。今はただの下請け工場の工員じゃないですか。いくら霧島部長がサポートしてくれてるからって、そんなに偉そうにしないでくださいよ。嫌味を含んだ口調でそう言うと、大河内はわざとらしくため息をついてみせる。俺が何も言い返せずにいるのを見透かすように、さらに言葉を重ねてきた。それに、霧島部長のことだって気になるでしょ？幼馴染かなんだか知りませんけど、あれほど優秀で社長の後継者候補にもなるような人に、凡人のあなたが釣り合うと思います？まあ、見ていてくださいよ。結局、彼女にふさわしいのはどちらなのか、いずれわかりますから。あからさまな挑発的視線を投げかけてきた大河内は、鼻で笑うときびすを返す。工場の奥へと去っていく彼の後ろ姿を見つめながら、胸の奥がじわりと重苦しくなるのを感じた。NASA という過去の肩書きが、いつまでも自分を縛っている。そして、大河内の言葉通り、今の俺は町工場のただの工員でしかない。それでも、諦めるわけにはいかなかった。霧島鈴という幼馴染が、自分の力を信じてくれているのだから。そんな中、大河内は自分なりの
手柄を求めて動き出した。俺が町工場側の技術改革を進める間、彼は親会社側の取引先と積極的にコンタクトを取っているらしい。鈴は、大河内さんには別の大口顧客の対応を頼んでるの。と言っていたが、どうやら彼はその顧客に対し、独断で強引な提案を持ちかけているらしい噂を耳にするようになった。なんだって？あいつ勝手に次の製品ラインを大手メーカーに売り込んでるって？しかもうちの町工場が対応するって話で持ちかけてるんだろ？らしいっす。俺たちそんな話全然聞いてないのに、大丈夫かよ。行員たちの不安げな声が現場のあちこちで聞こえる。もし大河内が先走って大口の契約を無理やり取り付けたとしても、その内容次第ではとても町工場側で対応しきれない可能性がある。さらに、それが親会社の承認を得ないまま進められているとすれば、後で大きなトラブルに発展しかねない。嫌な予感が胸をかすめる。鈴もこの件については把握していない様子だった。少なくとも、大河内さんには大口顧客への新提案をお願いしてるけど、具体的にどう動いてるかはまだ報告がない。と言っていた。あのプライドの高い彼のことだ。下請けの町工場を巻き込んで、俺や鈴に負けない成果を出そうとして焦っているのかもしれない。そう考えるだけで不安がじわりと広がっていく。その不安はほどなくして現実のものとなった。午後の作業が一段落し、工場の休憩所に戻ろうとした時だった。おや北条さん、ちょうどいいところで会えましたよ。大河内がわざとらしくこちらを見て微妙に口角を引き上げる。ちょっと見せたいものがありましてね。じゃーん、これですよ。大口契約取ってきました。バサッと目の前に広げられた書類を見た瞬間、古川さんの顔色がさっと変わる。そこには大手取引先の社名と納品スケジュールや予算案が細かく記載されていた。妙に仰々しい印刷自体と簡素すぎる数値の羅列が不気味なほどに浮いている。おいおい、なんだこれは。こんな短期間でこのコスト。しかも開発工程まで盛り込んで、どこから出てきた数字だ。いや、私がちょっとしたアイデアを参考にして取引先を説得したんですよ。まあここ最近、北条さんが NASA 仕込みの技術でいろいろ改革してるんでしょう。あれを活かせばこれぐらいわけないと思いまして。大河内は自信たっぷりに胸を張る。その態度は君たちでやってみせろと言わんばかりだ。俺は思わず口を開きかけるが、うまく声が出てこない。何か根本的におかしい。書類の数字はあまりに楽観的すぎるし、必要な試験や品質管理の工程が抜け落ちているように見える。こんな契約、まともに遂行できるはずがない。そんな俺の表情を見てか、大河内は口の端を吊り上げる。どうしました北条さん。あなたも NASA の天才ならこれぐらい問題ないでしょう。この町工場とやらをうまく操ってちゃちゃっと作れませんか。いや、この工程表、どこで手に入れたんです？このパーツ構成、俺が昔に考えた試作品案にそっくりだけど、あれは正式には没案だったはずだ。俺の問いかけに、大河内は、へえ、よく気づきましたね。と鼻で笑う。まあ、部外費の資料室にそれらしい図面があったので、目を通して使えそうだなと思ったんですよ。明らかに勝手な解釈だ。その案は、NASA 式の手法を応用して、もし町工場で先端技術を活かすなら、と組み立てた理論上のプランで、コスト面や安全性、量産における信頼性など、諸々の理由から、現実的には難しいとして棚上げしたもの。いわば、未完成の設計なのだ。いや、あれは、実際にやろうとしたらコストオーバーも、納期遅延も確実に起きる。そもそも人手や設備も足りないし、最悪の場合は重大な不良品が出るかもしれない。言いかけたところで、わざとらしくため息をつきながら、大河内がかぶせてくる。へえ、NASA 帰りでもいいわけばかりですか。まあいいですよ。私はもう契約を結んできたんで、いずれにせよ、あなたたち町工場の出番は確定ってわけです。せいぜい頑張ってくださいね。今度は、古川さんがたまらず声を上げる。おい、こんな契約がまかり通ると思うのか。ここに書かれてる予算と納期がどれだけ無茶か分かってるのかよ。これじゃあまるで全く余裕なく開発から量産まで一気に仕上げろってことだろうが。そんなの、あなたたち現場が工夫すればいい話でしょ。実際、北条さんもすごい技術を持ってるんでしょ。NASA 帰りの天才だっていう話だからね。だからこそ、この契約を勝ち取れたわけですよ。取引先も期待してるんですから。
言いながら、大河内は髪をバシッと叩き、にやりと笑う。あまりの身勝手さに、古川さんも周囲の行員たちも、顔をしかめるしかなかった。そこへ、靴音を響かせながら鈴が駆け込んでくる。いつも落ち着いた彼女も、視線が揺れているのが見て取れた。息を整える間もなく、大きな声で大河内に問いかける。大河内さん、どういうことなの？詳しく話して。霧島部長。ああ、あなたにも報告しようと思ってたところですよ。ちょっと先走ったかもしれませんが、なんといっても大口契約ですよ。この内容通りに納品できれば、会社にとっても大きな利益になるはずだ。大河内はことも投げにそう答えるが、鈴の表情はさらに険しくなる。テーブルに広げられた契約書をさっと拾い上げ、目を通すにつれ、その視線に一層の怒りがこもっていくのが分かった。あなた、これを本当に実行可能だと思ってるの？私には何の説明もなく、どうやってこの計画を組んだわけ？まさか、北条くんの設計図を無断で使ったの？ええ、そうですよ。私は北条さんのNASA仕込みの技術力を買っているので、むしろ好都合じゃないですか。部長だって下請け工場の活性化が目標だって言ってたでしょ。ならこれを機に一気にレベルアップしちゃえばいい。大河内の声はあくまでも冷ややかだ。彼にとっては町工場も俺たちも利用するだけの駒に過ぎないのかもしれない。鈴が声を震わせ、テーブルをバンと叩く。そんな勝手な話が通るわけないでしょ？こんな契約内容で、万が一納品できなかったらどうなるか分かってるの？この取引先は、うちがずっと大事にしてきた大口のお客様なの。契約を破棄されたり、訴えられたりすれば、違約金の問題だけじゃなく、企業イメージにも大きな傷がつく。それでなくても、経営がギリギリのうちみたいな会社にとっては、致命傷になる可能性だってあるんだから、ただ一件の契約が飛ぶだけって話じゃないわ。業界内で、この会社はいい加減なことをするなんて噂が立ったら、他の取引先まで敬遠して、一気に離れていくかもしれない。そうなれば受注が激減して、資金繰りが回らなくなるのは時間の問題でしょ。倒産っていうのは大げさじゃなくて、うちにとって現実的な危機なのよ。鈴の言葉は鋭く、そして痛切だった。彼女自身、幼い頃から社長令嬢として生きてきたからこそ、会社がどれほど不安定なバランスの上に成り立っているのかをよく知っている。高いプライドを振りかざす大河内とは異なり、彼女が危機感をあらわにするのは、まさにこの状況が命取りになりかねないからだ。まあ、契約が飛んだら飛んだで仕方ないでしょう。私はこれだけ大口の取引先を引っ張ってきた。あとは実行できるかどうかが問題なんですよ。大河内は開き直ったように両手を広げ、まるで人事みたいな口調でそう言い放つ。その傲慢さに周囲の職人たちも苛立ちを隠せない。いい加減にしてください、大河内さん。あんたが勝手に結んだ契約のせいで、こっちはえらい迷惑を被るんだ。おまけに納期もコストも現場を無視した数字ばっかりで、普通に考えりゃ無理に決まってる。古川の一括に大河内はわずかに肩を揺らしたが、すぐ鼻で笑った。あなたたちがちゃんとやればいいんじゃないですか。もともと情帰りの人材がいるんです。実現できないとしたら、それはあなたたちの努力不足でしょう。それ以上言わないでください。堪忍袋の尾が切れかかっていた鈴が声を張り上げる。かつて見せたことのない険しい表情を浮かべている彼女に対して、大河内はさすがに口をつぐんだ。とにかく、今は、この契約をどうするか考えないといけない。大河内さん、取引先とのスケジュール調整だけは、私にも報告してください。古川工場長、北条くん、みんな、後で作戦会議をしたいんです。とりあえず今日はこれで終わりにしましょう。苦渋の決断に至ったのか、鈴はそう締めくくる。すると大河内は、ふんとだけ言い捨て、そそくさと視線をそらして、工場の外へと姿を消していった。無責任極まりない態度に、誰もが苛立ちを覚えながらも、まるで嵐が通り過ぎた後のように沈黙してしまう。しばらくして、ようやく古川が顔をしかめながら言葉を発した。たくあの野郎。どうすりゃいいんだ。あんなんで会社や工場全体の信用がパーになったら、俺たちが路頭に迷うことになるじゃねえか。そう。だからこそ、今は頭を冷やして、なんとか対処法を考えましょう。渡るくん、ごめんね。大河内さん、あんな風にあなたの設計図を勝手に使って。鈴が申し訳なさそうに、俺へ視線を投げかける。俺は浅く首を振った。
NASA 時代のアイデアをもとに提案書を作っていたのは事実だし、大河内がそれを無断で持ち出したとはいえ、契約が失敗すれば、こちらの責任も問われる可能性があるからだ。気にしてないよ。問題はどうしたらこの契約を破談にしないで修正できるかだと思う。とりあえず今日は遅いし、みんなも疲れてる。明日から本腰入れて対応策を練ろう。少しでも可能性があるならやるしかないから。そうね。明日改めてミーティングをしましょう。お疲れ様。そう言って、鈴は深々と頭を下げ、肩を落としたまま工場事務所へと消えていく。彼女自身も心身ともに限界に近いのだろう。俺はぐっと拳を握りしめて、その背中を見送った。夜、工場が稼働を止め、人気がなくなった敷地は、まるで眠りについたように静寂が漂っている。かすかに蛍光灯が灯る休憩室で、俺は図面や契約書のコピーを眺めながら頭を抱えていた。どう修正したところで、今回の条件はかなり無理がある。半端な形で納品すれば信用を失い、そもそも間に合わなければ即座に破談だ。かといって、できませんと言ってしまえば、それはそれで契約違反に近くなる。どちらに転んでも地獄のような状況だった。渡るくん、まだいたの？不意に休憩室の扉が開くと、そこには鈴が立っていた。さっきまで勢い任せに怒っていた彼女も、今はすっかり元気を失った顔をしている。俺が椅子から立ち上がると、鈴は申し訳なさそうに目を伏せた。ごめんね。こんな時間まで残業させて。お父様にも連絡したけど、やっぱり相当怒ってて、大河内さんをどうにかしろって強く言われちゃった。無理もない話だ。社長としては、娘である鈴にも責任を負わせたいわけではないだろうが、会社の利益を考えれば、こんな危うい契約を見過ごすわけにもいかない。大丈夫。鈴は悪くない。悪いのは大河内さんだ。それに、俺の設計案をきちんと管理できなかったのも問題だし。でも、もう過ぎたことだよね。今はどう対処するか考えるしかない。そう答えたものの、顔には疲れが滲んでしまう。うまい打開策が見つからない現状に、深い無力感を覚えていた。ねえ、渡るくん。このままじゃ、本当にうちは倒産しかねないわ。私が部長になって、少しは会社を良くしていけると思ってたのに、なんでこんなことに。鈴の声がかすかに震えている。普段は明るくて前向きな彼女が、ここまで追い詰められている姿を見ると、胸が痛む。きっと、父の会社を継ぐという責任感と、大好きな工場の人たちへの思い、その両方を背負っているのだろう。俺は意を決して、そっと鈴の肩に手を置いた。大丈夫だよ、鈴。なんとかしてみせる。NASA を逃げ出した俺だけど、今度は逃げたくないんだ。この町工場で受け入れてもらったこと、感謝してるし。だからこそ、どうにか助けたいんだ。かつて NASA を辞めた時の自分は、周囲と衝突し、理想に固執して、結局何もできなかった敗北者だった。だが、ここではそうなりたくはない。人間関係や予算の壁があるにせよ、一緒に頑張ってくれる仲間がいる。何より、鈴が手を差し伸べてくれている。渡るくん、ありがとう。鈴が小さくつぶやいた。弱々しい声に混じって、ほんの少しだけ安堵が混ざっているような気がする。肩に置いた俺の手に、自分の手を重ねてきた彼女の仕草は、思い出深いものがあった。子供の頃、夜道を帰る時に怯えていた鈴の手を握ったことがあったっけ？あの時も俺は、彼女を安心させたかったのだ。俺だって不安だけど、鈴がそばにいてくれると心強いよ。うん、私も諦めたくない。工場の人たちを守りたいし、渡るくんの技術が生きる場所にしたい。そう言って、鈴は小さく笑みを浮かべた。弱々しくも、どこか力を取り戻しつつある表情に、俺はほっと胸をなで下ろす。もう少しだけ勇気を出して、一歩踏み出せば、未来は変えられるかもしれない。そんな思いが、胸の奥でかすかに灯っていた。翌朝、まだ薄暗さの残る工場に足を踏み入れると、すでに何人かの工員や古川工場長が打ち合わせを始めていた。空気は張り詰めているが、どこか闘志のようなものも感じられる。あれだけ深刻なムードに包まれていたのに、みんなまだ諦めていないのだ。俺は眠い目をこすりながら、急いで手元の資料を確認する。北条お前、なんかいい代替案があるらしいじゃねえか。本当に大丈夫なのか？声をかけてきたのは古川工場長だった。
いつも武骨な彼の表情には、期待と不安が入り混じった色が見える。鈴も隣でじっとこちらを見つめている。彼女にとっても、俺が持ち出した新たな提案が唯一の突破口だろう。ええ、俺がアメリカにいた頃に研究していた技術を流用したら、どうにかなるかもしれません。もちろん完璧じゃないですが、大河内さんが勝手に提示したプランよりはずっと現実的です。コストは少し増えますが、納期は大きく遅れずに済むはずで。そう言いながら、俺はホワイトボードに図示しておいた工程表とコスト計算のメモを指し示す。大きな特徴は、従来よりも複雑な加工を一度に行える特殊な溶接技術を用いる点だ。もともと NASA 時代には、新素材の研究と組み合わせて、無駄のない一体成形を目指していた。その基礎理論を町工場レベルに落とし込んだのが今回の提案だが、当時の上司や周囲からは非現実的だと却下されていたアイデアでもある。これがあんたが NASA でやってた研究か。けど本当に実用になるのか。あっちで無理って言われたんだろ。古川さんが疑わしげに眉を上げるのも無理はない。しかし俺はぎこちなくも強い調子で言葉を続けた。研究当時は設備の面や安全性の面で問題が多くて実現が難しかったんです。でもそこをある程度簡易化してリスクを下げれば町工場の段階でも近い形にはできると思います。実際この工場で改造したジグを使えば工程をいくつかまとめられるはずなんです。それに NASA の時ほど高精度を要求されるわけじゃない。最先端を追い求めるんじゃなくて実用化を目指した形に落とし込めばいけます。話を聞いていた職人の一人が興味深げに首をかしげた。なるほどね。要するにお前が持ってる最先端の理論をちょっとマイルドにして、でも肝心な部分の効率化は残すってことか。はい、もちろん。まだ試験が必要ですけど、少なくとも大河内さんが提示した原案よりは安定していて、なおかつコストを少し上乗せすれば納期にも間に合う可能性がある。ただし、その少しの上乗せの理解を取引先に得ないとダメなんですけど、その時、鈴が一歩前に出る。そこは私が何とかするわ。取引先には前のプランは誤解があったので再度提案したいと伝えてあるから、今から北条くんと一緒に先方に行って直接説明してくる。みんなどうか協力してね。鈴がそう言うと、工場のみんなはやや緊張を浮かべつつも、任せろ。できる限り動くさと声を返す。じゃあ行こっか、渡るくん。取引先に到着するまでにもう一度資料を詰めておこう。鈴の言葉に促され、俺は小走りで資料を抱え込む。何が何でもこのプランを通さなければならない。先方にとっては一度は破格の条件で契約を結んだ話だ。コスト増加や内容変更を飲んでもらうハードルは高い。そう分かっていても、やらなきゃいけないのだ。町工場と親会社が倒れてしまわないために。昼前、取引先が入るビルの応接室。いかめしい表情の先方担当者たちの前で、俺は慣れない手つきながらもパワーポイントを開き、今回の修正版プランを説明していた。鈴が横でフォローしてくれ、最低限スムーズには進んでいる。が、それでも相手の空気は硬い。なるほど。要するにコストが従来より少し増えるということですね。納期も数日はずれ込むと。最初に提示された内容からすると話が違いすぎますよ。私どもはその破格の条件を見て、他にもあった候補を蹴って、あなた方と契約したんですよ。先方の主任格らしき男性が鋭い眼差しでこちらを射抜く。背後には数人の関係者が座っており、みんなが同じような険しい表情をしているのがわかる。申し訳ありません。実はあのプランは私たちの社内でも十分な検証がされないまま進んでしまったんです。ですが、今回お持ちした代替案なら、今回のプロダクトを十分な品質で納品できると考えています。コストの増加分は最小限ですし、納期が数日遅れてしまうものの、最終的にはリスクの少ない形で納入可能なんです。鈴が抵当のまま、一生懸命に弁明する。だが、先方が納得したかどうかはまだわからない。居並ぶ重役たちが、そんな言い分を今更認めたら、こちらの社内でも問題になる。すでに他のサプライヤーが断ってるんですよ。などと、口々に言い始め、室内に嫌な熱がこもっていく。先ほどの説明通り、もしここで契約を破棄されると、私たちは正直なところ大ダメージを受ける。けれど、
無理に今の条件を押し通して品質に不具合が出ても、御社に大きな損害を与えかねません。鈴が懸命に食い下がるが、相手方の雰囲気はなおも険しいままだ。俺は何とか口を挟もうとしても、どうやって説得すればいいのか、言葉が見つからずに息苦しくなる。その時、部屋の奥のドアがノックされた。先方の一人が、失礼します。とだけ声をかけると、見慣れない外国人がひょっこりと顔を出す。英語で先方の担当者が呼びかけると、その外国人、スーツ姿の40代くらいの男性が応接室に入ってきた。やや茶色がかったブロンドと深い青の瞳。どこか見覚えがある顔立ちに、俺は心臓が跳ね上がる。マイケルさん。思わず声に出してしまった。その瞬間、彼と目が合う。次の瞬間、彼は信じられないものを見たように目を見開いた。渡る？北条渡るか？なぜここに？少し訛りのある日本語と英語が混じった言葉に周囲がざわめく。先方の担当者が、ご存知なんですか？と驚いた声を上げると、マイケル・スコットはうなずいた。彼は、かつて私の部下だったんです。まさかこの場で再会するとは、俺は頭が真っ白になった。かつて NASA で俺を夢ばかり語る奴と評価してくれず、最終的には解雇同然に追い込んだ人物。とはいえ、すべてが彼のせいとは思っていない。俺自身にも非があったし、当時はお互いの主張がどうしても噛み合わなかったのだ。この再会に動揺しているのはマイケルも同じようだった。彼は先方に謝辞を述べてから、ゆっくりと俺の手元の資料に視線を落とした。これは、まさか、君が研究していた複合溶接プロセスだな。彼の声は驚きに満ちている。と同時に、若干の興奮が混じっているようにも聞こえた。スコットさんは今、日本でのビジネスパートナーを探していて、うちに協力を仰いでいるんですよ。先方の主任が補足説明する。どうやらマイケルは、NASA を離れ、アメリカ本社系の別企業の技術顧問を務めているらしい。彼のチームが宇宙産業だけでなく、一般向けのハイテク製品にも興味を示している。という流れで、この会社を訪れていたようだ。渡る、ついに完成させたんだな。当時は非現実的と言われていたのに。マイケルの瞳が潤んでいるのが分かった。普段は感情をあまり表に出さないタイプのはずなのに、今はその声が震えている。俺は思わず苦い笑みを返しながら言葉を続ける。はい。もちろん、まだ検証が必要な部分は残っているんですが、町工場の人たちの協力、それから霧島さんのサポートのおかげで、ようやく形にすることができました。大掛かりな設備はなくても、実用レベルで機能する道を探せばいいんだと気づいたんです。マイケルは視線を落として、書類に改めて目を通し、何度もページをめくる。その手がわずかに震えたかと思うと、彼は感極まったように目を閉じ、小さく息を吐いた。素晴らしい。まさかこんな形で、この技術が現実になるなんて。渡る、当時はお前を信じきれずに解雇するような形になってしまって、本当にすまなかった。はっきりとした謝罪の言葉に周囲がざわつく。鈴や取引先の担当者たちも事情が飲み込めていないようだった。マイケルは振り返り、取引先の重役らしき人物たちに向かって、身振りを交えながら語り始める。皆さんはご存知ないかもしれませんが、彼がかつて NASA で研究していたプロジェクトは、社内でも空想じみていると酷評されていました。けれど、こうして実用化に近い形までこぎつけた。私が保証しますよ。彼は確かに信頼に値する技術者です。ここに書かれた提案は、世界初と言っていいほど革新的なアイデアだ。そう断言するマイケルに、取引先の担当者らは困惑したように目を見交わす。先ほどまでは厳しい表情だった彼らも、スコットさんがそこまで言うなら、とうなるようにつぶやいた。何しろ、NASA 出身のエリートであるマイケルが、世界初の技術、と絶賛しているのだから、その言葉の重みは計り知れない。では、この新しいプランについて、改めてこちらも検討させてもらいましょう。もちろん最初の条件とは異なるので、社内の調整は必要ですが、スコットさんがそこまで保証してくれるなら、無限にはできない。先ほどのプレゼンも、品質面の裏付けが十分だと感じましたしね。取引先の重役がそう口にすると、鈴は胸に抱えた資料をほっとしたように抱きしめ、深々と頭を下げた。ありがとうございます。私たちも、誠心誠意やらせていただきます。
無茶な条件にならない範囲で、最速の納期と最高の品質をお約束いたします。あたるくん。鈴がこちらを振り返り、嬉しそうな微笑みを向けてくる。あれほどこわばっていた表情に、少し涙が浮かんでいるようにも見えた。俺も小さくうなずき返し、マイケルに向き直る。ありがとうございます、マイケル。あなたの言葉がなかったら、きっと納得してもらうのは難しかったと思います。マイケルは照れくさそうに唇を歪め、それから英語混じりの日本語で、なあなあ、これは君が勝ち取ったものだ、と返してくれた。こうして、俺たちが一度は破談寸前まで追い込まれた取引先との契約は、新たな可能性を手にした。確かに、調整すべき項目は山積みだし、スケジュールもタイトになるだろう。でも、今ならやれる気がする。本当にありがとうございます。鈴がもう一度お礼を言うと、先方も軽くうなずきながら、こちらこそこれからお世話になりますよ、と返す。商談はまだ続きそうだが、とりあえず最悪の事態は避けられた。俺は振り返ってマイケルと視線を交わす。その瞳は、かつての NASA の研究所で見た時よりも、ずっと優しい色を帯びているように思えた。まるで、やっと理解できた、と言っているようで、胸が熱くなる。渡る、本当におめでとう。今後、もしまた一緒に仕事ができそうなら、俺は大歓迎だよ。でも、今はここでの挑戦を続けるんだろ？ええ、俺には守りたい仲間がいますから。そう答えると、マイケルは納得したように笑い、そっと手を差し伸べてきた。俺もその手を握り返し、握手を交わす。NASA での苦い別れが、こうして一つの区切りを迎えたのだ。鈴がその様子を見て、目を潤ませながら微笑んでいた。それから数ヶ月、大河内が勝手に結んだ契約は、俺たちの修正版プランのおかげで無事に軌道に乗った。取引先も当初の怒りこそ大きかったが、完成度の高い試作品と実際の生産ラインの順調な立ち上がりを見て、こちらへの信頼を取り戻し始めている。これまでは綱渡りのような状態だった会社の業績も徐々に上向き始めた。おい、北条、次のラインもよろしく頼むぜ。こっちも製造スケジュールをもっと詰めたいんだよ。はい、古川さん。今度は一緒に複数の工程をまとめられそうです。あの新しいジグが思いのほか使えそうで、古川工場長とのやりとりがいつの間にか随分スムーズになったな、と自分でも気づく。彼は頑固な職人仇ではあるけれど、一旦技術的アイデアを認めると、それをより深く進化させるような発想をどんどんぶつけてくる。下請けの町工場と侮られがちだったこの現場が、今や最新技術の実用化拠点として注目を集め始めていた。親会社の方もこれまでの下請け一辺倒な立場を見直し、工場のための投資を積極的に検討し始めている。経営陣も次にどんなプロジェクトができるのかと期待を寄せてくれるようになった。鈴も社長の父をサポートしながら会社をしっかりと支える体制を作ろうと奮闘している。一方、かつて一方的な契約を結んで俺たちを窮地に陥れた大河内は、親会社の正式な調査が入った結果、彼の独断専行が大きな問題として取り沙汰された。そして大河内は今までの肩書きやプロジェクトから外され、地味な部署に移動した。表向きには他の事業部との連携を深めるための移動という名目だが、実態はほとんど左遷だった。それ以来、大河内は以前のように工場へ顔を出すことも少なくなっていた。そんなある日の夕方、久々に彼がふらりと工場に姿を見せた。北条さん、この前正式に辞令が出ました。実質左遷です。悔しそうに歯を噛み締めながらも、彼の目にはどこか吹っ切れたようなものがあった。傲慢さよりもむしろ素直な反省が見え隠れする。まあ、あれほど勝手にやったらそうなるだろうね。最悪、取引先との契約が全部吹き飛んでた可能性もあったわけだし。俺がそう言うと、大河内は一瞬表情を歪めたが、すぐにうなずく。ええ、本当にそうですよね。あと、謝罪が遅くなりましたが、あなたにも一言言っておきたかったんです。勝手に NASA の技術をちらつかせたのもそうだし、霧島部長に取り入ろうとしたのも、全部俺の焦りが原因でした。すみませんでした。彼が頭を下げる姿に、以前のような尊大さは微塵も感じられない。正直、俺もまだ複雑な気持ちはある。彼に振り回された結果、
どれだけ苦労したか。しかし、その苦労を乗り越えたからこそ、会社の業績は伸び、俺自身も一回り成長できたのも事実。ここで過去を蒸し返して責めても、あまり得るものはない。もう終わったことだし、いいんじゃないかな。周りも、その態度なら多分分かってくれるよ。部署が変わって大変だと思うけど、頑張ってくれ。そう返すと、大河内はわずかに唇を結び、また小さく頭を下げる。ありがとうございます。今度こそ、俺は実力で上を目指そうと思います。いつか、あなたみたいに本当に結果を出せる人間になりたい。負けん気の強そうなその目には、これまでとは違う色が宿っている気がした。俺は苦笑交じりに、そうか、とだけ答え、彼の肩を軽く叩いた。たとえ左遷されても、彼が改心して前を向くなら、それが何よりだろう。会社の状況が上向きになると同時に、俺の働き方も大きく変わってきた。町工場で技術開発を進めながら、本社に行って取締役や役員たちに直接プレゼンする機会が増えたのだ。それどころか、最近は鈴が本社で正式に研究開発部を立ち上げたいという構想を打ち出していて、俺をそこの主軸に据えようとしている。渡くんが研究開発部のリーダーになれば、親会社の若手とも連携しやすくなるし、町工場とのパイプ役にもなるでしょ。お父様も、これからは自社の技術力を磨かなきゃいけないって言ってるの。それに、本社との密な連携が必要でしょ。一気にまくし立てた鈴は、ちょっと得意げな笑みを浮かべている。確かに、新しいプロジェクトは町工場だけじゃ限界もあるし、実現のためには本社が全面サポートしてくれるのが理想だよね。ただ、なんでそんなに嬉しそうなんだ？そう問いかけると、鈴は口を開きかけて躊躇した後、視線を少しだけそらした。ほら、私とずっと一緒にいられるじゃない。親会社に席を置いてくれれば、毎日顔も合わせやすいし、打ち合わせもすぐにできるし。最初は、さらりと仕事の都合を並べていたくせに、鈴の声がだんだん小さくなっていく。こちらの顔色を伺うように、視線がチラチラと揺れ、明らかに落ち着かない。それって、公私混同してないか？大丈夫かな、部長さん。してないわよ。もしかしたらちょっとだけかもしれないけど、それは私だって人間だし、渡くんに協力してもらうなら、一緒にいたいって思うのは普通でしょ？恥ずかしさをごまかすように、頬を染める鈴。その姿を見ていると、確かにからかいたくなる気持ちもわかるが、俺自身も妙に心が温かくなる。わかったよ。そこはあまり突っ込まないでおく。それに、鈴がいれば意思疎通もスムーズだし、通訳みたいにうまく話を補ってくれるし、俺も助かる。それならいいの。はい、これで話はまとまったわね。研究開発部と町工場の連携、私が責任持ってサポートするわよ。公の立場として、ちゃんと、ね。最後の方の言葉を、鈴は自分に言い聞かせるように繰り返す。頬を少し膨らませながらも、目が輝いていて、なんだかおかしさと愛しさが同時に込み上げてくる。こうして俺は、正式に親会社の研究開発部へ移籍する形となったが、そこで待っていたのは、想像以上に忙しい日々。それでも、鈴と一緒なら頑張れる。お互い講師の境目を意識しながら、たまには少しだけ甘える。そんな距離感も悪くないと感じ始めていた。俺はもう二度と逃げない。みんなで歩む未来がどんなものかはわからないが、きっと悪くないはずだと信じている。ちょっと待ってくださいね。年季の入ったカフェで一人の女性が外人に囲まれて困っていた。ここは常連客が数人来るだけの静かな店のはずだった。ところが、その日やってきたのは高級感ある服装の女性と数名の外国人。広げられた書類や図面らしきものを眺めながら英語でまくし立てる彼らに対し、女性は明らかに戸惑っていた。その様子は、ちょっと待ってください。サステナブルですか？そのご提案が。一生懸命に英単語を絞り出しているらしいが、外国人たちの早口と専門用語に追いつけない様子だ。誰か通訳してあげられる人はいないのか？視線をさまよわせている彼女の姿がやけに目に焼き付く。次の瞬間、俺はカウンターの奥から
スルスルと近寄っていった。もしよかったら、手伝いましょうか。誰に聞かせるでもない小さな声が、気づけば俺の口をついて出ていた。あなた、英語わかるんですか？とっさに振り向いた彼女の驚いた瞳。それは、まさかこんな小さいボロいカフェのバイトが通訳なんてできるはずがない。そんな表情を浮かべていた。もっともだ。俺はただのバイト。マスターの下で気ままにコーヒーを入れては客のいない時間をやり過ごしているだけ。でも、このまま見過ごせば、どうやら彼女の企画とやらは白紙になってしまうかもしれない。そう。これが後々、俺の平凡だった日常を一瞬で塗り替えてしまう始まりだなんて、この時はまだ誰も知る由もなかった。俺の名前は小林相馬。都会の片隅にある小さくて少しボロいカフェでアルバイトをしている。店の名前はカフェさくらといって、看板は色あせかけ、扉の立て付けも少し怪しい。おしゃれな喫茶店とは無縁の昭和の香りが残るこの店に、毎日ほんの数人の常連客が来る程度だ。昼間の店内はいつも静かだ。客の入りはまばらで、マスターの立花さんは、カウンターの向こうで新聞を読んだり、コーヒー豆を適当に引いたりと、のんびり過ごしている。俺も同じように、オーダーが来るまでは掃除をしたり、本棚の整理をしたりするくらいで、特に忙しいわけではない。このカフェは昔ながらの建物で、歩くたびに床がきしむ音が妙に懐かしくて心地いい。マスターの立花さん自身も、客商売というよりは、完全に趣味で店を開いているような人だから、好きにやればいいよと気楽に言ってくれる。そのおかげで、俺も肩の力を抜いて働けるし、居心地の良さがこの店に居ついている一番の理由かもしれない。そんなある日のこと。昼下がりの店内はいつも通り閑散としていた。カウンターにはマスターが一人、日焼けした新聞のテレビ欄を眺めていた。その時、やや焦った様子の女性がドアを開けて入ってきた。パッと見てわかる。ここらの客層とは明らかに違う、高級感のある服装。それでいて、威圧感がなく、明るい雰囲気をまとっている。艶やかな黒髪をふわりと巻き、背筋が伸びていて、どことなく育ちの良さが感じられる人だった。後に知ることになるが、彼女こそが、白石玲香。ある企業グループ社長の一人娘だ。その日は白石さんと、数名の外国人が店内に入ってきた。みんな、小さなカバンや書類の束を抱えていて、何かの打ち合わせをする様子だった。俺は、いらっしゃいませと声をかけ、テーブルを案内した。すると、白石さんは軽く微笑んで、4人掛けの席をお借りしてもいいですか？と尋ねてくる。もちろんです。どうぞごゆっくり。俺が落ち着いた声で答えると、白石さんはほっとしたように微笑んだ。続けて、ありがとうございます。なかなか静かな店が見つからなくて助かります。という。彼女の後ろでは、スーツ姿の外国人たちがファイルを広げ、英語で議論を始めていた。どうやら、彼女たちの目的は、再生プロジェクトなるものの打ち合わせだったらしい。正直、カフェ桜のような場所でそんな重要そうな話をするなんて少し意外だったけれど、人目につきにくいからこそ都合がいいのかもしれない。もしくは、白石さんがここに何かしら縁があって予約したのか。まあ、その時の俺は深く考えず、難しそうな会議だな、くらいに眺めていた。ところが、しばらくすると、彼らの会話が妙に噛み合わなくなってきた。バイヤーたちは、英語でかなり専門的な話をしているようだが、白石さんはうまく返事ができずに困った表情をしている。通訳らしき人も見当たらない。話を聞く限り、どうも通訳が急な体調不良で来られなくなったらしい。サステナブルなご提案を。白石さんが一生懸命に英単語を思い出そうと口にするが、相手が早口でまくし立てるため、到底追いつかない。投資家たちもいまいち伝わらないようで、苛立ちとも取れる様子で声を上げる。その様子を見かねて、俺は自然と体が動いていた。カウンターの奥からこっそり近寄り、彼らの英語のやりとりを耳にしつつ、そっと声をかける。よかったら、少しお手伝いしましょうか。俺が遠慮がちにそう言うと、白石さんは何秒か目を見張った。バイヤーたちも、こいつ誰だといった顔をしている。そりゃそうだ。まさかこんな店のバイトが英語を話せるとは思わないだろう。あなた英語わかるんですか？
まあ多少は、もしご迷惑じゃなければ、通訳くらいできますよ。俺は軽く息を整え、流れを把握してから通訳を始めた。このプロジェクトでは、老朽化した建物を改修し、地域の観光資源として再活用したい、と彼女は考えています。ご予算に関しては、勢いよくまくし立てていたバイヤーたちも一瞬驚いた顔をして黙る。続けて、俺が落ち着いた口調で話を紡ぐと、やがて彼らは納得したようにうなずき始めた。切羽詰まっていた白石さんも、ほっと胸をなで下ろす。すごい。ありがとうございます。彼女は俺に向かって深々と頭を下げた。何もそこまで、と思うほどだったが、それほど切実に困っていたのだろう。やりとりが一段落すると、白石さんは感極まった様子で言葉を続ける。通訳さんが急に熱を出して来られなくて、私一人じゃどうにもならなくて。周囲を見渡すと、バイヤーたちの表情は和らいでいる。英語がクリアに伝わったおかげで、誤解も解けたようだ。彼女たちが持ち込んだ図面や計画書は、老舗旅館か古民家の改装プランのようだ。どうやら町の再生プロジェクトという大きな取り組みの一環らしいが、細かい話はまだよくわからない。俺はひとまず、バイヤーたちが何を要望しているのか、一通り聞いて訳してあげる。白石さんは、俺の通訳を頼りにしながら、一生懸命プレゼンの意図を説明している。やがて、打ち合わせが一段落し、バイヤーたちは小さく会釈して店を後にした。おそらく、ホテルかどこかへ戻ったのだろう。白石さんは、ほっとした表情を浮かべながら、カウンター席に腰を下ろす。助かりました。もうどうしようかと。ここでプレゼンを投げ出してたら、信頼問題に発展しかねなかったので、本当に感謝しかありません。いえ、そんな、大したことはしてないですよ。たまたま近くにいただけですし。謙遜してみせる俺に、白石さんは笑顔を向けた。正直、その笑顔はかなり魅力的だった。大企業の令状という話を聞いても、不思議じゃない凛とした雰囲気だが、どこかしら人懐っこさも感じさせる。そのギャップに少しドキッとしてしまう。ところで、あなたはこのお店でバイトを？それともオーナーさんですか？彼女は少し首をかしげながら質問する。俺はただのバイトですよ。マスターの立花さんが雇い主。実は英語が少しできるんで、外国人のお客さんが来た時には手助けすることもありますけど、俺は苦笑いを浮かべながら答えた。彼女は、少しなんかじゃなかった気がしますけど。と、怪げそうに首をひねる。ほんと、すごく流暢でしたよ。あれが少しなら、私の方がちょっと気遅れしちゃいます。たまたま勉強する機会があっただけで、まあ今日はお役に立ててよかったです。俺は照れくささをごまかすようにテーブルの上で軽く指を組む。そうなんですね。あなたのお名前は？ああ、すみません。俺は小林相馬って言います。私は白石玲香と言います。白石グループの社長の娘。なんて言うと聞こえはいいんですけど、実際はただの小娘ですよ。大したことはしてませんし。白石グループといえば、不動産開発から観光業まで幅広く手掛ける大企業だ。地元では老舗旅館やホテルチェーンでも有名らしく、テレビのコマーシャルや観光 PR でもその名前を見かけることが多い。そんなビッグネームの社長令嬢だという彼女が意外にも謙遜するように言うものだから少し不思議な気分になる。白石グループの、と俺が返しかけたところで、カウンターの奥からマスターがのんびりした足取りでやってきた。どこかで物音がしたのか、新聞を置いて出てきたようだ。お客さん、コーヒーのおかわりはいかがですか？ごゆっくりなさってくださいね。相馬くんもそろそろ休憩でも取ったらどうだ？マスターはテーブルの上をちらりと見回しながらにこやかに言う。俺が、いえ、まだ仕事が、と口に仕掛けると、仕事って言っても、うちに客なんてほとんどいないんだからいいんだよ。お嬢さんのお手伝いをしてあげたら、とあっさり提案してきた。いいんですか？実は資料の翻訳や確認をしなきゃいけないんですけど、通訳の方が体調を崩してしまって困っていたんです。もし小林さんが良ければ、引き続きお願いできませんか？白石さんは申し訳なさそうに口を結んでから、急に思い立ったように声を弾ませる。それこそ、コーヒー1年分をまとめ買いしますよ。毎日でも通いますから。その言葉に、マスターは、ほう、それはありがたい。そしたらうちの売り上げも少しは潤うかな。と、
少し大げさに目を輝かせてみせる。いいんじゃないか。店はいつも通り暇だし、相馬くんが気にしないなら、ね。マスターはそう言うと、俺の背中を軽く叩いた。わかりました。通訳するだけでよければ、できる限り手伝います。そう伝えると、白石さんはパッと顔を輝かせる。そして、助かります。よろしくお願いします。と、深々と頭を下げた。その仕草に自然と笑みがこぼれる。なんだかよくわからないうちに、話がトントン拍子で進んでしまったけれど、困っている彼女を放っておけないというのも事実だ。かくして、客がいないというマスターのお墨付きをもらいながら、俺は白石玲香さんという美人令嬢の仕事を手伝うことになった。マスターはニヤニヤと満足げだし、白石さんも少し気が楽になったようだ。俺はというと、これまで静かだった店にやってきた突然の嵐のような展開に少し胸が高鳴っていた。それから数日が経った。カフェ桜の閉店時間が近づく頃、俺は白石さんの資料をほぼ訳し終わろうとしていた。観光資源の活用に関する国際的な事例や、彼女たちのグループが手掛けようとしている再生プロジェクトの具体的なプラン、それらを英語から日本語へ、あるいは日本語から英語へと行ったり来たりする作業だ。もう少しで終わりそうだね。作業に一区切りついたところで、俺は軽く伸びをした。途端に肩がバキバキと音を立てる。どうやら思った以上に集中していたらしい。時刻を確認すると、閉店まであとわずか。マスターはいつものようにカウンターで新聞を読んでいる。お疲れ様です。助かります、本当に。白石さんは感謝の言葉を口にしながら、手元のマグカップに残っていたコーヒーを飲み干した。実は、翻訳してもらった書類をもとに、今度は現地の物件を見て回りたいんです。もちろん英語の説明が必要になりますし、もしよかったら小林さんにも同行してもらえないかと。白石さんの口からそう提案されたとき、俺は少し驚いた表情を浮かべていた。というのも、あれだけ大掛かりなプロジェクトなら、正式な通訳やスタッフを引き連れていくのが当たり前だと思っていたからだ。まさか、俺一人を指名してくるとは思わない。他に通訳の人とか、スタッフとかは？遠慮がちに尋ねると、白石さんは申し訳なさそうに口を結んだ。本来ならそうするんですけど、今回はあまり大勢を連れて行きたくないんです。大きな話であるほど、周りが先にビジネスの匂いを強くしてしまうでしょう。それよりも、まずは私自身の目で見て、心で感じながら、必要なら英語で説明できる最低限の人員がいればいいかなって。なるほど。そういうことなら、俺でよければ、ぜひ手伝わせてください。シフトはマスターに調整をお願いしておきますよ。よかった。そう言って、彼女は微笑んだ。翌朝、駅前のロータリーに行くと、白石さんはすでに待っていた。小ざっぱりとした SUV のボディが日の光を反射して眩しく光っている。彼女はドアを開けながら、おはようございます。と笑顔を向けてくれた。車のエンジンが静かにかかり、ゆっくりと走り出す。市街地を抜け、やがて田園風景が広がるエリアへ入った。窓の外には低い山々が連なり、古びた民家がぽつりぽつりと姿を見せる。さっきまでの都会の喧騒が嘘のように、静かで穏やかな空気が流れていた。今回行く物件はいくつかあるんですけど、まずは一番古くて傷みが激しい場所から見に行きたいんです。そこでどんな改修が必要かを考えて、それから別の物件へ移動する予定です。そうなんですね。先に問題児をチェックする感じですか？そうなりますね。でも、実は私、そこが一番好きなんです。荒れてはいるんですけど、見れば見るほど愛着が湧いてくるというか。彼女は運転しながら柔らかい笑みを浮かべる。まるで、もうすでにその物件に惚れ込んでいるようだった。窓を少し開けてみると、初夏の爽やかな風が車内を抜けていく。俺は助手席に資料を広げながら、昨日までに訳した書類を再確認する。そこには各物件の築年数や構造、修繕の見積もりなどが書かれていたが、実物を見ないとわからない部分も多い。やっぱりお父さんの考えが大きいんですか？白石グループとしてこういうプロジェクトを推進するってことは、ふと疑問に思って口にすると、白石さんはわずかに目を伏せてからそっと首を振った。そこにはいつもの明るい表情とは異なる、どこか苦しげな色が見える。いいえ、実は父は私のこの計画には反対しているんです。
大掛かりな回収は借金を増やすだけだし、うまくいかなかった時に取り返しがつかないって。昔、父が同じような再生プロジェクトに挑んで失敗したことがあって、その時に多額の負債を抱えてしまったんです。それ以降、父は古い建物なんて壊して新しく建て直す方が効率的だという考えを強く持つようになって。だから、私がこうして古い旅館を残したいって言うと、そんなのは夢物語だって取り合ってくれなくて。白石さんの声にはやり場のない悲しみが滲んでいる。私の母は数年前に病気で亡くなってしまったんですけど、母方の実家が小さな古民家だったんですよね。私は子供の頃、母に手を引かれてそこでよく遊んだんです。今はもう取り壊されて、更地になってしまっているんですけど。そう言いながら、彼女の声は自然と少しだけ震えた。私が祖父母の家に着くと、母はいつも縁側の障子を開けて、風を通してから、さ、もう靴下脱いでいいわよって笑うんです。それで素足のまま、床のきしむ音を聞きながら、部屋中を走り回ったり、おやつをつまんだりして、冬になると小さなこたつを出して、二人で川の字になって寝転んで、畳とこたつの混じったあったかい匂いを嗅ぎながらうとうとしたり、あの時間が、私にとっては本当に宝物みたいだったんです。懐かしさと痛みが入り混じった声に、俺は何も言えず聞き入る。いつもは落ち着いて物事を進める彼女が、今はまるで当時に戻ったかのように言葉を紡いでいる。そこに母の穏やかな笑顔や、祖父母の古い家に漂うぬくもりが確かに浮かび上がるような気がした。でも、祖父母が亡くなってからは、誰も住む人がいなくて、あっという間に傷んでしまったみたいで、最後に訪れた時には雨漏りだらけで、畳もカビが生えちゃっていて、結局手を入れる余裕もなくて、そのまま取り壊すことになってしまいました。そこで言葉を切り、白石さんは小さく息を吐く。私は母との思い出の場所を守れなかったけど、同じように消えていく古民家を少しでも救えたらって思うんです。あの頃みたいに古い家の木の匂いや廊下を歩く時のミシミシっていう音を懐かしいって思う人たちに、もう一度そういう時間を過ごしてほしい。母にも天国からそんな風景を見て笑ってもらいたい。勝手かもしれないけど、それが私の本当の気持ちなんです。思わず俺は彼女の言葉の一つ一つに胸が詰まるのを感じた。大企業の社長令嬢として会社の取り組みを立ち上げている。そんな肩書きだけを見れば冷静で要領のいい人だと思ってしまいがちだ。けれど彼女の本音はもう少しずっと切実でひたむきなものだったのだ。そうだったんですね。じゃあお母さんとの思い出こそが白石さんがこういうプロジェクトに取り組む一番の原動力なんだ。父や会社の方針もあるけど、私自身は母との約束のように思ってます。母が生きていたら絶対に古いものはいいわよ、ちゃんと残しておけばきっと誰かが喜んでくれるからって言ってくれただろうから。彼女はそうつぶやくと、そっとハンドルを握りしめた。車は徐々に山あいへと分け入っていく。やがて視界が開けると、木立の向こうには昔ながらの集落が見えた。石垣に囲まれ、いくつもの瓦屋根が連なっている。その中でも、ひときわ大きな屋敷のような建物が目に入った。あれが最初に行く物件です。おー、結構立派ですね。近づいてみると、どんな状態なんだろう。敷地も広いんですよ。母屋だけじゃなくて、土蔵や納屋もあって、どこから手をつけるか頭が痛いです。でも、その分夢も広がるんですよね。車を小さな空き地に止め、俺たちは外に降り立った。緑の匂いが濃厚に漂い、木々の葉が風にそよいでいる。さっきまで都会の街並みを走っていたのに、一気に何十年も時間が逆戻りしたような錯覚さえ覚えた。建物に近づくと、外壁や瓦の傷みは確かに激しい。ところどころに雲の巣が張り巡らされ、軒先には植物のツタが這い上がっている。しかし、長い年月を経てなお漂う威厳というべきか、ここで人が暮らしていたという息遣いのようなものが感じられる。どうでしょう。やっぱり書類だけじゃわからない部分が見えてきますよね。うん、確かに屋根なんかも思った以上に傷んでるし、土台もしっかり補強が必要そうだ。でも逆にこういう古い柱や梁にはものすごい迫力を感じます。俺は玄関から少し奥へと足を踏み入れた。
埃が舞い、鼻をくすぐる。畳はシミが広がっていて、至るところが傷んでいる。しかし、廊下から見える庭や、木の柱に施された堀の装飾は、今もなお美しく、当時の職人技が伺える。修繕費は、かなりかかると思いますけど、それだけの価値はありそうですね。そう思ってもらえて嬉しいです。投資家たちにはコストパフォーマンスを考えろってよく言われるんですけど、私は価値パフォーマンスも大事だと思うんですよ。お金のことはもちろん必要ですけど、こういう場所が持っている歴史や記憶、人を引きつける力、それが価値になるはずだから。同感です。なんだかワクワクしてきましたよ。当時の大工が手掛けたであろう梁の組み方には、今の大量生産の家屋では味わえない工夫が込められていた。よし。じゃあ、この辺りを見学した後、英語の資料を手に、少し説明用のフレーズを確認したいです。実際に、投資家の方々が来た時に、スムーズに案内できるように。了解。必要な用語や言い回しは、現地を見ながらまとめておくといいですね。あとは実際に見せたいポイントをいくつかピックアップして、そこを中心に紹介しましょう。あれこれと相談しながら、俺たちは建物の各部屋を回った。最初は二人きりで回ろうって思っていた理由、分かった気がします。え？俺がふと口にすると、白石さんは首をかしげる。いや、大勢でゾロゾロ来ていたら、こういう細部の魅力を感じ取る前に、工事費がどうとか、観光モデルがどうとか、そういう話になっちゃうんだろうなって。まずは誰にも邪魔されずに、この場所が持つ本来の良さを体で感じたかったんだろうなって思って。すると彼女は少し照れくさそうに笑った。はい、そうなんです。私自身そういう時間が欲しかったんですよね。そこには企業の重責を背負う令状ではなく、一人の女性として、この古民家に惹かれ、守りたいと願う素直な思いがあった。日が暮れて、俺たちは予定よりも遅くなってしまった。思いのほか広かった物件を隅々まで見たせいで、車に戻った時には、時計の針が深夜に近づいている。白石さんは、やっぱり気になる場所が多くて、と申し訳なさそうに笑ったが、実際この日は二人とも夢中になっていたのだ。今日はありがとうございました。小林さんが一緒に来てくれたおかげで、いろんな角度から見れたし、勉強になりましたよ。こちらこそ、俺も見応えがあって楽しかったです。あれだけ広いと、可能性もたくさんありますよね。そんな話をしながら、ようやく街の中心部まで戻ってくると、白石さんのスマホに何度も着信が入っているのに気づいた。着信履歴を見ると、そこには父の文字が並んでいる。やばい。こんな時間まで連絡もせずに。白石さんは顔を青ざめさせながら、慌てて車を降りた。そして、降りた先には見るからに怒りを抱えた男性。彼女の父である白石幸三が待ち構えていた。麗華、ようやく帰ったか。お前一体、こんな時間までどこをほっつき歩いていたんだ？父さん、物件を見て回ってて。物件？そんなものを見たところで、どうにかなると思ってるのか？幸三の声は、街灯の下で響き渡り、その表情には苛立ちがあらわに宿っている。俺はとっさに割って入ろうとしたが、どうにもタイミングがつかめなかった。とにかく、怒りの矛先がこちらにも向きそうだ、と嫌な予感がする。こんな時間まで娘を連れ回すとはどういうつもりだ？案の定、幸三の激しい視線が俺に向いた。いえ、決して、連れ回したわけではなく、二人でプロジェクトの下見をしていただけで。余計なことをするな。俺はこんな危ない真似はやめろと言ってるんだ。うちは古い建物を修復する予算なんてないんだよ。無謀なことをして、過去の失敗をまた繰り返す気か？幸三は、険しい顔つきのまま吐き捨てる。失敗のトラウマを抱えているのだろう。それはわかるが、そのあまりにも強固な態度に、俺は思わず言葉を失った。一方白石さんは、父さん、と何度か声をかけようとするものの、その激しい勢いに押されて、口を開けないままだ。私たちは、決して無計画にやってるわけじゃないの。投資家の方々の興味も得ようとして、こうして下見を。麗華、お前にとってはただの夢かもしれんが、こっちは会社を潰すわけにはいかないんだ。足を引っ張るような行為はやめろ。怒声が静かな通りに響き渡り、しばし沈黙が落ちる。こんな状況では反論しようにもどうにもならない。彼女がどれだけ思いを伝えても、過去に大きな失敗を経験している構造には、受け入れがたいのだろう。父さん、わかったから、これ以上迷惑かけないようにする。じゃあ小林さん、
今日はありがとう。また改めて連絡するから。白石さんはかすかに震える声でそう告げると、俺に向かって小さく頭を下げた。そして乱暴な足取りで歩き出した父を追うようにその場から去っていく。俺は何も言えずに立ち尽くすしかなかった。それから数日間、白石さんの姿をカフェさくらで見ることはなかった。いつもなら午前中や夕方にふらりと顔を出して翻訳のチェックを依頼したり、新しい資料を見せてくれたりするのに、それすらもピタリと止んでしまったのだ。あの子もう来なくなっちゃったね。まあ、お父さんに色々と言われたんなら仕方ないのかもしれないが。マスターがのんびりした声で言う。俺も分かってはいるが、どこか物足りないというか、落ち着かない気持ちを抱えていた。あの夜、最後に見せた彼女の横顔は、あまりにも寂しそうだったから。だが、ある日の夕方、カフェがそろそろ暇になってきた頃、開きかけのドアからひょいっと白石さんが顔を覗かせた。あ、小林さんこんばんは。お店、まだ大丈夫ですか？白石さん、どうぞ。あまりお客さんいないので、ゆっくりしていってください。彼女は店の奥のテーブルに腰を下ろすと、少し申し訳なさそうに笑う。あれから連絡できなくてごめんなさい。父のこと、いろいろあって、一旦計画は凍結しろって言われてしまって。でも、やっぱりどうしても諦めたくない物件があって。そうなんですか。もし俺にできることがあれば、ためらいながらも彼女は、カバンから一枚の図面を取り出してテーブルに広げる。見慣れた古民家のレイアウトだが、どうやら前に見た物件とは別の場所らしい。この物件もかなり老朽化が進んでいて、でも地域の人たちにとっては思い出深い場所で、取り壊し話も出てるんです。私、なんとかそこを救えないかと思って、父が何と言おうと、まずは自分の目で確かめたい。でも、一人で行くのは心細くて。なるほど。俺でいいのならついていきますよ。そう言うと、白石さんは少しほっとした顔を見せた。ありがとう。正直父がああ言うから、もう誰も私に協力してくれないんじゃないかって思ってた。でも、小林さんなら。俺もあれ以来気になってたんです。だからまた手伝わせてください。通訳でも何でも。そう伝えると、彼女は心から安堵したように微笑んだ。じゃあ、明日の朝早めから行っても大丈夫ですか？なるべく人目につかないように下見したいので。白石さんがそっと声を落としてそう言ったとき、俺は思わずマスターの方を伺った。マスターはいつもの気だるげな様子でカウンター越しに新聞を畳みながら、こちらに軽くウインクを送ってくれた。それを合図に俺は、じゃあ明日の朝早くからシフトを外してもらいます。と言い、白石さんと次の物件へ行く約束を取り付けた。翌朝、まだ街が眠っている時間帯に集合して、俺たちは車で郊外にある目的の物件へと向かった。そこは前にも増してボロボロな建物だと聞かされていたが、実際に目の当たりにすると想像以上だった。うわぁ、想像以上に荒れてますね。これ玄関どこだ？こっちかな？ちょっと足元気をつけて。白石さんは資料を片手に草をかき分けながら先へ進んでいく。俺は彼女が転ばないように後ろから声をかける。足場はぬかるんでいて、下手をすれば足首をひねりかねない。床がきしむかもしれないので気をつけてくださいね。うん、大丈夫。もし何かあったらすぐに引き返そう。白石さんはそう言って懐中電灯で足元を照らしながら慎重に進む。それでも、梁の継ぎ手とか見るとかなり丁寧な作りですね。ここをうまく補強できればまだ使えそうです。つい職業病のように専門的な視点で口を挟んでしまったせいか、白石さんがと首をかしげる。慌てて俺は、いや、ちょっと、父方の家系に大工がいて、とごまかすように笑った。すると、白石さんはまじまじと俺の顔を見つめながら少し探るように問いかける。でも、小林さんってなんだか妙に建築に詳しいですよね。もしかして。彼女が確信に迫ろうとした瞬間、バキリと天井裏から不穏な音が響いた。俺はとっさに頭上を見上げる。どうやら屋根裏の古い梁が限界を迎え、崩れかけているらしい。危ない。それ以上の会話はかき消され、俺は白石さんをかばうように抱き寄せた。次の瞬間、屋根や壁の一部が音を立てて落下し、床に激しく崩れ落ちる。埃まみれの空間に悲鳴がこだまする中、白石さんが腕の中でうめき声を上げた。白石さん、大丈夫ですか？しっかりして。慌てて顔を覗き込むと、こめかみのあたりから血が滲んでいる。さらに、
足をひねってしまったのか、彼女は苦しそうだ。意識はあるものの、痛みで声を出せないらしい。くそー、すぐに病院に行かないと。俺は半ば強引に彼女を抱きかかえるようにして、朽ちた床を慎重に戻り、どうにか外へ脱出した。足場の悪い草むらを一生懸命にかき分け、ようやく止めていた車まで運び込む。エンジンをかけたまま、彼女の様子を何度も確認する。大丈夫です。すぐに病院に連れて行きますからね。ごめんなさい。途切れ途切れに謝る彼女の小さな声が耳に痛い。そんな謝罪聞きたくない。むしろ俺の方こそ、もっと早く気づいていれば、そう思わずにはいられなかった。そのまま近くの総合病院へ運び込んだ白石さんは、応急処置を受け、検査の結果、命に別状はなかった。ただ、頭を打った影響や足の怪我もあって、大事をとってしばらくの入院が必要、とのこと。そこまで大怪我ではなくても、もしものことがあっては取り返しがつかないから、と医師に念を押された。俺は待合室で説明を聞きながら、安堵と後悔がないまぜになった気持ちに襲われていた。自分の判断の甘さが彼女をこんな目に遭わせてしまったのでは。そう思うと胸が痛む。と、その時、廊下の奥から荒々しい足音が近づいてきた。見上げると、そこには鬼のような形相の白石幸三が立っていた。娘をこんな目に遭わせたのはお前か。一体何を考えているんだ。勢いよく詰め寄ってくる彼に、俺は立ち上がり、事情を説明しようとする。申し訳ありません。決して軽い気持ちで行ったわけではなく、危険な場所だったので、注意を払っていたつもりでしたが。うるさい。お前のせいで麗華がこんな怪我を負ったんだぞ。幸三の怒りは凄まじく、俺が口を開く余地を与えてくれない。もちろん、俺が悪いわけではないと頭では分かっていても、こうして娘が負傷した今、この怒りを真正面から受け止めるしかない。俺はただ、頭を下げることしかできなかった。二度と、麗華に近づくな。お前が彼女を連れ回さなければ、こんな事故は起こらなかったんだ。いいな。二度と顔を見せるな。幸三は、激しい怒声とともに拳を振り下ろしそうな勢いだったが、病院のスタッフに止められ、その場を後にした。俺は廊下に立ち尽くし、何も言えないまま、ただ肩を震わせている。くそ、俺のせいで。白石さんがその後どうなったのかを確かめたい気持ちはあったが、彼女の父の怒りを考えると、すぐに病室へ行けるわけもない。結局、病院を後にして、まるで逃げるようにカフェ桜へ戻った。それからというもの、俺は白石さんに連絡するのを避けるようになった。もし俺が近づけば、彼女はまた父親と衝突するかもしれないし、何より彼女の安全を脅かしてしまったことに対する負い目が大きすぎた。カフェのカウンターに立っていてもどこか落ち着かない。マスターが、相馬くん、客もいないのにぼーっとしてどうしたと声をかけるが、俺は首を振るしかない。白石さんが事故で大怪我を負った。その事実が重くのしかかり、俺は自分を責め続けた。あの時、もっと早く危険を察してやめさせていれば、あるいはあの建物に入らなければ、そんなことをぐるぐると思い返しては、胸が締め付けられる。俺が深入りしすぎたんだ。そうつぶやきながら、埃まみれの建物で倒れた彼女の姿を思い出す。もしあの時、もっと的確に状況を判断できていれば、悔やんでも悔やみきれない。父親の激怒も当然だろう。このまま俺が姿を見せなければ、彼女は安全だ。父親の元でゆっくり治療を受け、また別の道を進むかもしれない。俺はその方がいいのだ、と自分を納得させるしかなかった。それから幾日かが過ぎ、俺は相変わらずカフェ桜のカウンターに立ちながら、心ここにあらずの毎日を過ごしていた。白石さんが入院している間に一度くらい見舞いに行こうかと思ったが、彼女の父親の怒声が耳から離れない。あれだけ二度と顔を出すなと言われれば、そう簡単に行けるわけもなかった。そんなある日の昼下がり、客のいない店内でテーブルを拭いていると、マスターがひょいと新聞を脇に置きながら声をかけてきた。相馬くん、ちょっといいかい？はい、何ですか？どうやら白石さん退院はしたみたいだね。体はまだ万全じゃないらしいが、今度大きなプレゼンをやる予定だってよ。思わずハッとして、俺はマスターの方を振り返る。マスターはポケットから一枚のチラシを取り出した。そこには、白石グループ再生プロジェクト計画発表会という文字と、場所、日時が印字されている。どうやら、投資家や地域関係者、メディアなどを集めての正式な説明会のようだ。
彼女無茶をするね。怪我して入院してたのに、そんなに早く復帰するなんて。マスターは半ば呆れ、半ば感心したように首を振った。相馬くん、その日はシフトは入ってないよ。もともと休みにしておいたから、気が向いたら見に行ってきな。いや、でも、俺はあの事故のせいで。まあ、どうするかは君が決めるんだね。チラシはそこに置いておくから、後悔しないようにな。そう言い残して、マスターは、また新聞へと目を戻す。俺はテーブルに置かれたチラシを、どうにも落ち着かない気持ちで見つめるしかなかった。今更顔を出せるのか。彼女の父親に追い出された身で、どんな顔をしていけばいいのか。でも、白石さんがどんな思いでプレゼンに臨むのかを考えると、じっとしてはいられない気持ちが湧き上がってくる。プレゼン当日、結局、俺は夜も眠れずに悩んだ末、こっそり会場へ足を運ぶことにした。表向きには、彼女に会いに行くのではなく、あくまで話の内容を見学するだけという言い訳を自分にしながら、大きなビルの会議室で行われると聞き、俺は受付を遠目に見ながら会場の隅へ滑り込んだ。そこにはすでに多くの人が詰めかけていて、投資家らしきスーツ姿や地元関係者らしき初老の男性もちらほら見える。壇上には白石グループのロゴが映し出され、その横で白石さんが書類を広げながら説明を始めているところだった。よかった。思ったより元気そうに見えるな。頭に包帯の跡が少し残っているのが痛々しいが、やはり彼女の瞳には強い意志が宿っている。スライドを映し出しながら、流暢とは言えないまでも英語を織り交ぜ、再生プロジェクトの概要を海外の投資家たちにもアピールしていた。以前のように通訳が不在ではなく、今度はちゃんと専属の通訳スタッフが隣に立っているようだ。しばらく順調に進んでいるかに見えたプレゼンだったが、途中で海外の投資家の一人が厳しい表情で手を挙げた。どうやら手元のレジュメを見ながら通訳を介して何か突っ込んだ質問をしているらしい。すみませんが、この資料に書かれている数値が先ほどの説明と矛盾しているように思えます。もし古い建物を再生するというのであれば、耐震性の根拠をよりはっきり示す必要があるのでは？その質問を受けて白石さんの表情が一瞬こわばる。どうやら英語資料の一部が何かおかしい。先ほどの彼女の口頭説明と数値が一致していないのだ。しかも本来は古民家を補強した際のシミュレーション結果が示されているはずなのに、なぜか改ざんされた痕跡すらある。ちょっとお待ちください。そこは確か耐震補強の実証実験のデータを載せていたはずなんですが。慌てて資料を探し回る白石さんだったが、どうにも見当たらない。通訳スタッフもパソコンの画面を確認するが、すでにアップロードされているデータに欠陥があるらしく、急遽現場で修正することは難しいようだ。説明では、古い建築でも必要十分な耐震性が得られると強調していましたが、実際のところはどうなんです？構造が脆弱なのではないかとの懸念も出ていますが。投資家がさらに突っ込んだ質問を投げかけると、会場の空気が一気に張り詰める。これは普通の想定内の質問とは違うニュアンスだった。まるで何らかの意図を持って彼女の計画にダメ出しをしようとしているようにも見える。そのデータに関しては改めて訂正を。白石さんが言葉に詰まってしまった。古い建物なんて危険だと不安視する声も実際あります。だからこそ私たちは十分な準備をしてきたつもりだったんですが、すみません。今すぐには。彼女が戸惑う姿に会場はざわつき始める。投資家たちは、この話は信用できるのかとひそひそ話を交わし、地元関係者たちは、こんな大事な場面で何をやってるんだといった困惑の表情を浮かべる。誤った資料を出されては我々も判断のしようがありません。安全面が不透明では投資を検討することは難しいのではないでしょうか。海外の投資家たちが明らかに苛立ちを募らせ始め、会場がざわつきを増していた。その時だった。意を消したように俺は会場の後方の席から立ち上がった。みんなが振り返り、壇上の白石さんも驚いたように目を見開く。俺は心臓が早金を打つのを感じながら、なるべく平静を装って通路を進んだ。ずっと迷っていた。来るべきか来ないべきか。けれど彼女が窮地に追い込まれている姿を見て、いても立ってもいられなくなった。ここで黙っていたらきっと一生後悔する。失礼します。その耐震性の件、僕から少し説明させていただいてもいいでしょうか。壇上に近づきながらそう言うと、投資家や地元関係者たちの視線が一斉に俺へ集中する。
小林さん。白石さんが信じられないという顔を向けてくる。俺はそのまま壇上へ上がり、彼女が使っていたプレゼン資料を手に取った。ここには本来のデータとは違う数値や図表が紛れ込んでいた。おそらく何者かによって意図的に改ざんされたのだろう。英語部分におかしな記載があり、古民家の耐震性能が不十分に見えるような記述がされていた。これでは投資家が不信感を抱いて当然だ。改めてステージ上から投資家たちを見やると、その中の一人が身を乗り出して問いかけてきた。あなたは誰だ？大事な場面で割り込んでくるなんて相当な自信があるんでしょうね。古い建物の耐震性について納得できる説明ができるんですか？俺はスーツの裾を軽く正し、全員の顔を見渡すようにして口を開く。はい。このプロジェクトに関わっていたものです。元は通訳を手伝っていたただのバイトですが、実は日本の伝統建築、特に宮大工の工法を学んできました。だからこそ言えるんです。釘や金具をほとんど使わなくても、十分に耐震基準を満たす建物があるということ。突然の展開に会場がざわめく。そもそも、この資料には誤った数値が含まれています。ここに正しいデータがあれば、伝統工法を生かした補強計画がどれほど合理的か、ちゃんと説明できるはずなんです。実際、この地域で同じような古民家が修繕され、地震に耐え抜いた事例もありますから。白石さんが驚いたように俺の顔を見つめている。古いから危ないという先入観は確かにあります。でも日本には何百年、下手をすれば1000年以上も現存している木造建築があり、地震大国のこの国でしっかりと残っているんです。重要なのは継ぎ手の構造と力を分散させる仕組み。僕が見た限り、今回の再生プロジェクトで使われる古民家や旅館は、それらを活かせるポテンシャルを十分に持っています。投資家たちの中には、俺の言葉に耳を傾け始める者もいれば、そんなものはただの神秘主義ではないのかと怪しむ様子の者もいる。けれど、はっきりと興味を示してきたのは外国人投資家の一人だった。あなた、どこかで見たことがある。以前、世界的な寺院修復のドキュメンタリー番組で、もしかして、伝説の宮大工として紹介されていた小林って人と同じ姓だけど、何か関係があるのか？それを聞いた瞬間、会場のざわめきが一気に高まった。彼は目を輝かせながら言葉を続ける。ドキュメンタリーでは、わずか数人しか習得していないと紹介されていた特殊な釘なし工法を復活させたのも、小林という日本人だと聞いた。伝統木工の最高峰を極めたって、まさかその本人があなたなのか？その声に引き寄せられるように、会場中の人々が俺に注目していた。日本のメディアですら詳しく報じなかった海外の修復プロジェクトでの功績を、どうやらこの投資家は知っているらしい。壇上の白石さんも息を飲んだように俺を見つめている。苦い思いとともに、しかしもう隠しようがない事実を受け止めながら、俺は小さく息を整え、壇上の一歩前へ出た。ええ、多分その小林は僕のことです。海外の寺院や文化財の修復に参加した際、金具を極力使わない伝統工法を紹介したことがありました。ですが、あれはあくまで先人たちが築いてきた技法を学んで少し応用しただけです。僕一人がすごいわけじゃありませんよ。そう言って謙遜を試みたが、投資家はさらに興奮気味に問いを続ける。しかし、その技法を現代で自由に操れる宮大工は世界でもあなたくらいだと聞きましたよ。しかも耐震性を高めるために独自の改良まで加えていると。もし本当にそうなら、この再生プロジェクトへの投資は決して夢物語じゃないかもしれない。その言葉を合図に、会場のあちこちで低いざわめきや好奇に満ちた視線が飛び交う。今や、俺はただの素性不明のバイトではなく、伝統工法を極めた宮大工として認識されつつあった。俺は改めて、壇上のスクリーンに投影された改ざんされた資料に目を向ける。そこには、古民家の耐震数値を低く見せるための誤情報が紛れ込んでいた。この資料が正しく修正されれば、皆さんが懸念している安全面の問題は大きく緩和されるはずです。僕が保証します。日本の伝統工法は、現代の技術と融合させることで、驚くほど柔軟、かつ強固な構造を実現できるんです。実際、金具や釘を使わずに、耐震基準を満たす改修が可能な事例はありますから。そう言い切ると、今度は別の投資家が手を挙げた。では、その資料を正しく上書きできれば、私たちが懸念している部分は解消される、と？
俺は首を縦に振り、続ける。もちろん、実際に建物を見た上で詳細な調査が必要ですが、僕の知る限り、このプロジェクトは古いから壊すしかない、なんてものではありません。むしろ、古いからこそ、今の時代に生きる技術や価値がある。俺の言葉を聞いた投資家たちが、互いに情報をやり取りし始める。あの伝説の宮大工の実演を一度見てみたい。詳しい補強計画をもう少し聞きたい。そんな声が上がり出し、会場の空気は明らかに変わった。壇上に立つ白石さんの背筋も、いつの間にか少しだけ伸びている。これまで散々危険や無謀だと言われてきた古い建物の再生が、もしかすると新たな投資価値になるかもしれない。そう人々に思わせるだけの波及効果が、今、この場で生まれつつある。小林くん。いや、小林先生と言うべきかな。不意に構造の低い声が響き、会場のざわめきが一瞬止まる。彼はまだ苦渋に満ちた表情をしているが、その瞳には先ほどとは違う光が宿っていた。君が本当にそんな特別な技術を持っているというなら、最後まで娘の夢を支えてやってくれないか。俺は何度も失敗してきた。金の問題も抱えている。だが、もう一度信じてみたいと思うんだ。それが白石構造の不器用な和解の言葉なのだと俺は直感した。かつての失敗で彼は誰よりも再生プロジェクトに対して慎重だった。それが俺の存在によって大きく揺らぎ、今こうして再び一歩踏み出そうとしている。壇上に並ぶ人々の間で何とも言えない期待感と、これから先に待つ苦労への緊張感が入り混じった空気が漂う。もちろんです。微力ながら必ずお役に立ちたい。ただ、覚悟だけはしていただきたいですよ。伝統建築の再生は楽な道ではありませんから。そう言うと、構造は小さくうなずき、白石さんはもう一度目を潤ませながら微笑んだ。その瞬間、場内にいた誰かが拍手を始め、それが少しずつ広がっていく。完璧に説得できたわけではないが、少なくとも興味を持つ投資家が増えたことは確かだった。壇上の白石さんがこちらを振り返る。震える声で、ありがとう。ともう一度つぶやき、深々と頭を下げた。その姿を見て、俺はわずかに笑みを返す。やるべきことはまだ山積みだ。それでも、俺たちは今、確かに同じ方向を向いている。この場所に再び、人の笑顔や温かさを取り戻すために、そして、彼女の夢を叶えるために、ようやく本当のスタートラインに立ったのだと思えた。壇上を降りた俺のもとに、白石さんが駆け寄ってきた。会場の熱気はまだ冷めやらず、あちこちで投資家やメディア関係者が動き回っている。そんな喧騒をかいくぐり、彼女は少し上ずった声で言葉をかけてきた。小林さん、本当にありがとうございました。あなたがいなかったら、きっとあのまま説明できずに終わってました。大きな混乱も起きてたかもしれないのに、助けてくれてありがとうございます。感激と安堵が入り混じった表情で、深々と頭を下げる白石さん。その眼差しを真正面から受け止めながら、俺は胸に込み上げるものを感じた。いえ、俺はただ、あなたが守りたいっていう場所を一緒に守りたかっただけです。大きなプレゼンの場なのに、急に乱入してすみませんでした。いいえ、小林さんのおかげで、投資家の方々も興味を持ってくれたと思います。父もようやく考えを変えてくれそうだし、本当に。そこまで言いかけたところで、不意に横から割って入る声が聞こえた。おやおや、白石さんに小林先生、大変結構なお話でしたね。いや、素晴らしい。さすが伝説の宮大工と呼ばれるだけのことはある。見れば、光沢のあるスーツに派手なネクタイというビジネスマン風の男が2、3人連れ立ってこちらに近づいてきている。先頭に立つのはがっしりとした体格で目つきの鋭い男。白石さんの再生プロジェクトを陰から応援させていただいている黒崎不動産の黒崎剛と申します。小林先生とお呼びした方がよろしいでしょうかね。先ほどのご説明、実に見事でした。やけにあからさまな営業スマイルを浮かべながら、黒崎は俺に手を差し出してくる。だが、その目は決して笑っていない。俺は握手には応じず、曖昧に会釈だけする。先生の技術力、いやー素晴らしい。ぜひ今度、うちでも何かお力を借りられないかと考えておりましてね。古民家再生はもちろん、海外の物件も多数扱っております。先生さえ良ければ、特別な待遇をご用意しますよ。特別な待遇という言葉に嫌な既視感を覚える。そうだ。かつて海外で俺を取り込もうとした連中も、最初はこんな風に甘い誘いをかけてきたのだ。そうですか。お気持ちはありがたいですが、
実は白石さんのプロジェクトで手一杯なので、やんわり断ろうとすると、黒崎はさらに距離を詰め、白石さんではなく、完全に俺だけを見て話し始める。いやいや、そんな遠慮はいりません。先生の技術と我々の資本や人脈が結びつけば、ものすごいビジネスができるはずです。ほら、海外でのプロジェクトも随分大きな利益を生みましたよね。あれをもっと拡大していけば、先生の名声も高まりますし、いくらでも儲かりますよ。どうです？悪い話じゃないと思いませんか？黒崎はこちらへ執拗に顔を寄せる。俺たちはね、古い建物なんて壊して新しく建て替えた方が効率的だとは思ってるんですよ。でも先生のような特別な存在がいれば、それを利用して大々的に PR できるじゃないですか。伝統だの文化だのを掲げれば補助金も集まるし。いや、おっと、これ以上は企業秘密でしたかね。俺は眉を潜めながら黒崎の顔をまっすぐに見据えた。やっぱりあんたか。海外の人員修復で俺を勧誘してきたのは、黒崎不動産の名義じゃなかったが、書類の法人名をいくつも切り替えてるだけだろう。その言葉に黒崎の笑みが一瞬凍りつく。彼の部下たちも目を見開いて互いを見合う。何を言ってるんです？うちは海外にもいくつか法人を持ってるけど、違法なことなど何一つ。じゃあ、現地で俺が見たあのずさんな工事は何です？砂利混じりの粗悪な資材を使って、修復どころか建物をさらに危険にした。被害を受けた人たちの訴えを知りながら握りつぶした。そればかりか、俺の名前を勝手に広告に載せようとしましたよね。静まり返っていく周囲。次第に人々がこちらに注目し始める。投資家やメディア、そして構造もその場面を目の当たりにしている。黒崎は動揺を抑えきれず、顔を引きつらせた。そんな根拠もないこと、言いがかりはよしてくださいよ。黒崎が焦りに満ちた声を上げ、周囲をちらりと伺う。カメラや録音機器を手にしたメディア関係者、そして好奇の眼差しを向ける投資家たちが一斉にこちらへ視線を注いでいた。根拠ならたっぷりあります。あんたらが海外の文化財修復を名目に金を集めておきながら、実際は粗悪な材料と最低限の工期で偽物を作っていた事実。それを指摘した俺を広告塔に祭り上げようとして、海外の著名人らに嘘を吹き込んでいたこと、全部証拠を持ってるんですよ。俺の言葉に黒崎の部下たちが視線を交わす。明らかにこれ以上はまずいと言わんばかりの空気が漂っている。そんな、我々のやり方は合法的だし、問題なんて何一つ。合法的？笑わせないでください。安全基準を無視した工事で現地の人にどれだけ迷惑をかけたか。あんたたちは伝統建築って看板を利用して投資を集めながら本物の職人技を踏みにじったんだ。それが嫌で、俺は海外の修復から降りただけじゃなく、日本でも宮大工をやらなくなったんですよ。そう言いながら、俺は苦々しい思いが蘇るのを感じる。海外でのトラブルを切り上げて帰国した俺だったが、その後も国内で同様の金儲けのための伝統利用を進めようとする連中がいることを知り、うんざりしてしまった。だからカフェでバイトしながら身を隠すように暮らしていた。宮大工としての実績が知れ渡れば、またああいう人間たちに利用されかねないからだ。この技術は金儲けの道具じゃない。きちんとした目的と守りたいって思う気持ちがあってこそ活かせるものなんだ。もしこの場であんたたちがまだ俺の技術を私利私欲のために使おうとするつもりなら、不正の証拠を即座に公表します。海外での虚偽契約書類も、ずさんな工事の写真や動画もすべて手元に残ってる。世間が見たらどう思うか考えてみたらどうですか。黒崎たちは明らかに動揺しつつも、まだ言い逃れようとする。何を言うんです。うちは日本でも真面目に事業を。真面目？ふざけるな。書類の改ざんだって、どうせあんたたちの仕業だろ。白石さんの修復事業をぶっ潰して、古い建物は危険だって風評を流した上で更地にし、そこに新しい施設を建てるつもりだったんじゃないか。俺が詰め寄ると、黒崎の顔が明らかに引きつっていく。知らないな。そもそも白石さんの資料が勝手に間違ってたんでしょ。うちには関係ないですよ。だったら、どうして改ざんされたおかしな英語訳と低すぎる耐震数値が投資家やメディアの元に届くんです。あんたたちには海外と日本の不動産情報をやり取りするネットワークがある。そこを通じて巧妙に混ぜ込んだんじゃないか。このプロジェクトが頓挫すればさらに安く買い叩ける。
そう目論んでいたんじゃないですか。畳みかける俺の言葉に、黒崎の部下たちが顔を見合わせる。明らかに自分たちの計画を察知されたと気づいているようだ。だが、周囲には投資家やメディアも大勢詰めかけているため、堂々と反論することもできず、黒崎本人は声を荒げるだけ。お前、証拠があるんなら出してみろよ。いい加減なことを言いやがって。出してもいいんですよ。今すぐにだって。けど、あんたらがこれ以上俺や白石さんのプロジェクトを邪魔しないと誓うなら、ここではあえて控えてあげるという選択肢もある。まあその代わり、妨害行為は一切できなくなるでしょうけどね。海外でのトラブルもそうだが、日本でも同じことを繰り返す気なんだろ。古い建物は時代遅れと批判して安く買い取り、コンクリートの新築で大儲けする。そのためには邪魔者の計画を潰せばいいだけだ。でも、それはもう通用しません。メディアもここにいるし、白石グループの社長や投資家たちも目の当たりにしてる。あんたたちが改ざんしたデータなんかより、俺が持ってる証拠の方がよっぽど説得力を持つんだから。しばらく硬直していた黒崎は、やがて舌打ちをして目を背ける。こんな場で騒ぎたくなかったが、仕方ない。借金を抱えてる人間が強気でいられると思うなよ。白石さん、あんたにはまだ、うちに金を返せてないんじゃないか。今すぐ借金の返済ができないなら、うちとの契約を破棄するなんて無理ですよ。その瞬間、構造の表情が険しくなる。確かに、過去の失敗で借金を抱えている事実は重い。だが、構造は深く息を吐いて、毅然とした姿勢を見せた。借金は誠実に返済を続ける。時間はかかるかもしれないが、真っ当な仕事で返すと決めたんだ。娘や小林くんに恥をかかせるくらいなら、会社が潰れようとも仕方ない。もう、お前たちのような連中とは手を組まない。黒崎は再び苛立ちをあらわにするが、それを振り返るように、投資家やメディアがカメラを向けているため、強引な手段を使うわけにもいかない。結局、彼は唇を噛み締めながら、くそ、覚えていろよと捨て台詞を残し、部下たちを引き連れて場を立ち去った。投資家やメディアの前で悪事の一端が露呈し、さらにこれ以上の追及をされるリスクを負うにはあまりにも分が悪かったのだろう。白石さんと俺はその背中が消えるまで見送った。それから数週間、黒崎不動産の妨害工作はメディアに取り上げられ、逆に自滅の道をたどることになった。最初は強気だった黒崎だが、不正の証拠が次々と明るみに出るにつれて、会社は急速に追い詰められていった。海外での虚偽契約だけでなく、国内でも類似の手口で土地や建物を安く買い叩いていた事実が発覚し、警察の捜査が入ったという話まで聞こえてくる。やがて株価は暴落し、メインバンクも融資を打ち切り、黒崎不動産は事実上の倒産に追い込まれたのだった。その一方で、海外の投資家たちは、本来の正しい耐震データを得て、白石さんのプロジェクトへの出資を前向きに検討し始めた。俺は宮大工としての技術を公開する形で、実際の修復現場を指揮し、計画は少しずつ形になっていった。古い柱や梁を解体するのではなく、新旧の材木をうまく組み合わせて体力を高める。最初こそ、こんな工法が本当に、と半信半疑だった投資家たちも、デモンストレーションで実際に釘なしの継ぎ手を組み上げる様子を見て、簡単の声を上げていた。やがて、プロジェクトが軌道に乗り始めたある日の夕方、俺は久々にカフェ桜の扉を開けた。以前のようにバイトに入っているわけではないが、懐かしい床のきしむ音とレトロな空気が迎えてくれる。おや、相馬くん。最近随分とご無沙汰じゃないか。カウンターの向こうで新聞を読んでいたマスターが顔を上げてにやりと笑う。すみません。現場が忙しくて、ようやく落ち着いてきたんで顔を出しました。俺が頭をかいていると、マスターは相変わらずの気だるそうな調子で言葉を継いだ。別にいいのさ。うちはどうせ客なんかほとんど来ないんだから、相馬くん一人いなくたって変わりゃしない。すみません。隠してたつもりはなかったんですけど、言い出しにくくて。するとマスターは、はははと笑い、立ち上がってコーヒーポットを持ってきた。まあいいのさ。お前さんが世界的な宮大工だろうと、ただのバイトだろうと、うちには変わらない。好きにやってくれればいいんだ。そう言って、俺のカップにコーヒーを注ぎながら、目を細める。でもまあ、客足が増えないのはちょっと寂しいからさ。たまには来いよ。待ってるから。できれば、あのお嬢さんと二人でな。そんな言葉を投げかけてくるマスターに、俺は思わず頬を緩めていた。ありがとうございます。
必ずまた来ますよ。俺にとってもここは大事な居場所なんで。湯気の立つコーヒーを一口すすり、懐かしい苦味と香りに微笑む。プロジェクトで忙しい日々が続いても、ここに戻って来られると思うと、不思議と力が湧いてくるのがわかる。その時、ちょうどカフェの扉が音も立てずに開いた。小林さん、やっぱりここにいた。入ってきたのは、言わずと知れた白石さん。少し乱れた息から、きっと急いで駆けつけたのだろうことが伺える。俺は、驚きと嬉しさが入り混じった表情のまま、彼女に向かって声をかけた。白石さん、今日は現場に行くって言ってなかったっけ？ええ、ちょっとだけ早めに上がれたんです。彼女の笑顔を見ていると、自然と胸の奥が温かくなってくる。マスターは、手慣れた動作でコーヒーを用意すると、俺たちの目の前にそっと置いた。はいどうぞ、ごゆっくり。うちは暇だから、好きに話して言ってくれりゃいいさ。いつものようにひょうひょうとした態度でそう言うと、彼は再び新聞を手にして、カウンターの奥へ引っ込んでいった。俺たちは並んでテーブル席に腰掛け、マスターが入れてくれたコーヒーを口に運ぶ。ほんと、コクが深くて落ち着く味。白石さんは、ふーっと息をつきながら微笑む。忙しい毎日の合間に、こうして二人でゆっくりコーヒーを飲むのはいつ以来だろう。雑音のない、穏やかな店内が、まるで二人だけを包んでくれるようだった。現場だとバタバタしてて、ゆっくり話す時間もないですもんね。俺が言うと、白石さんはわずかに寂しげに目を伏せる。プロジェクトが佳境に入ってるから、打ち合わせやら調整やら、毎日バタバタで、でも本当は、もう少し落ち着いて、小林さんと話がしたいな。彼女の言葉に、俺は自然と胸が熱くなった。俺もそうですよ。あなたとこうしてコーヒーを飲むのが、こんなに贅沢だなんて忘れてました。思わず本音を漏らすと、白石さんはカップを持ったまま、照れくさそうに微笑んだ。そう言ってくれるなら、また来ましょうか。いずれプロジェクトが落ち着いたら、ゆっくりと。マスターを巻き込んで、ここでささやかな打ち上げとか、ちょっとしたパーティーなんか開いても楽しいかも。彼女の瞳がキラキラと輝く。そんな未来の話をしているだけで、胸が高鳴るのを感じた。いつの日か、このカフェで、二人揃って肩の力を抜いて笑い合える時が来るといい。そう思うと、懐かしい苦味のコーヒーが一層甘く感じられる。いいですね、打ち上げ。絶対にやりましょう。その頃には、古い建物も新しい息吹を吹き返してて、みんな笑顔で集まれるといいですね。俺が笑い返すと、白石さんは嬉しそうにうなずいた。建物を再生するだけじゃなく、人々の関係も、そして俺たち自身の未来も新たに彩られていく。そんな予感が胸を満たしていった。